はい、おはようございます。おはようございます。はい、ですね、レル先生に初めてお会いになった方いますか？はい、簡単にご紹介しますね。で、後で子どもたちがずっと帰ってきますけども、その時にちょっと賛美したり、あると思いますが、デル・カフマ先生とは、25、6年ぐらい、そんなちょっとブランクあるんですけどね。当時、キングズ・キッズというユース・ザ・ミッションの、ユース・ザ・ミッションすごく大きな団体でいろんな働きがあるんですが、子どもたちの弟子作りの働きで、私たちの世田谷にある事務所の中に日本の、オフィスがあったんです。すごくいい働きで、少し私やそこに富士山がお手伝いしたりとかしていました。でその後日本のキングズの働きはちょっと、停止してしまってブランクがあったわけですけども、昨年の春に、20数年ぶりにお会いしてですね、改めてデル先生のお話を聞いて、日本単に子どもたちを弟子作りするというよりは、この日本の国を弟子作りした、それまたは世界の国々を弟子作りした、それから必ずしも子どもだけでなくて、子どももユースも、独身者も、既婚者も、また私たちのようななんて言ったらいいんでしょうね、あんまりシルバーって言いたくないですけども、初老の、60代の女の子、そういう世代をつなぐということがデル先生のフォーカスにあるんですね。ですので、弟子作りの中では子供だけ、親だけということはなく、それをつないでいくことがすごく大切で、昨日はですね、3回にわたって、セミナーがありました。よしは録画してもらってますか？はい、ありがとう。で、今日はですね、今ちょっと時間連れ込んでますけども、2時間ちょっと、途中ちょっとブレイクを入れて、ですね、駆け足というか豊富な内容ですので、ポイントだけ、それから来年もね、できたらまた来ていただきたいなというふうに思ってます。で、今回来ていただいたのは必ずしもキングズキッズということではなくて、デル先生個人ですね、働き、すごく忙しい方で、今、キングスキッズを例にとって今132カ国にムーブメントって、ミニストリーの働きというよりはムーブメントとして広がっているんですね。で、北米、中米、南米、ヨーロッパ、アフリカ、つい最近は、シリアとかヨルダンとかそういった方にも行かれてきました。で、その各地に行って、使徒的なっていったのが適切だと思う、使徒的な働きをして、国々の全ての世代を弟子作りして、そういう素晴らしい器なんですね。証もたくさん、限りなく、話し出したら止まらないですね。すいません。でもね、本当にね、その一つ一つの証を生きてるんですね。それは私たちが神様を知るというのは頭で知るわけではないので、心で知る、そして体験的に知っていくことですね。それは私たちもそうでなきゃいけないし、それから子供たちもそうでなきゃいけない。その神様との直接的なつながりがクリスチャンにとっての命ですね。はい、前置きはちょっと長くなりましたけども、ですね、早速、デール先生にお渡ししたいと思います。デールさんにお願いしたいんですね、聖書の開き係をしてもらって、僕が通訳に参加したいと思います。このように今日会うことできて本当に心から感謝します。これは日本の特別な時間ですね。It's a very special time in Japan. これは私たちにとってすごく素晴らしい時間だと思います。I've carried Japan in my heart ever since I grew up here as a child. ポール先生、ちょっと前見せていただきます。で、私たちは素晴らしい出会い、皆さんの出会いがあります。I've prayed for Japan for many years. 何年も日本のために祈ってまいりました。And my first experiences here
私の日本の最初の経験というのは、was shortly after the war. I came here as a 2-year-old. 日本にですね、私の父が宣教師でしたので、日本に来た時は2歳でした。And with my father and mother, we saw the presence of God touch the lives of people across this nation in an amazing way during that early 当時は time. ですね、リバイバルと言ってもいいと思うんですけども、戦後間もない時に各地でですね、素晴らしい神様の技が起こっていたんです。Yeah, I watched through my father 52 different churches were born during an 11-year period. 両親の働きによって、ご両親はチャーチプランターでした。52の教会が生まれたんです。Mostly in the Tohoku area, yeah? で、東北を中心とした地域。I literally watched him raise a man from the dead to come back to life. 彼のミニストリーの中で幼い私の目の前で死人が蘇ったりそういう奇跡も起こっています。その方は後に牧師になりました。Blind eyes being opened, you know, he promised he would confirm his word with signs following. Miracles in Japan, you know. それからですね、盲目の方たちの目が開かれた。But as people get もっとお金をね、they get more money, more security, the openness to God becomes smaller and smaller. ある意味では特別な期間だったと考えることもできますけれども、でやがて日本は高度経済成長の中で豊かになってきますね。そして、そんなに真剣に神様を求めなくなるではないですか。Our dependency on God. で神様に頼るというよりは持っているものに頼ってしまう。Our dependency on each other. あるいは人間的なお互いに人間的な依存が生まれてしまいます。Yeah, and it's not only that goes down with non-Christians, even amongst Christians. で今言ってるのそれは必ずしもノンクリスチャンだけではなくてクリスチャンも全く同じですね。But something is happening now in the churches. 教会を見てみるといろんなことが新しいことが起こり始めています。People are tired of doing church. というのは、人々は教会の活動をしているのに疲れてるんですね。どこでもクリスチャンたちは。Yeah, they really long for real relationships. で、私たちの中には、あるいは全てのクリスチャンの中には、直接的な神様との関係に対する渇きがあるんです。We're busy, 忙しいです。but lonely. でも孤独なんですね。We're trying hard, 一生懸命やっていますが、but the sense of fulfillment, you know, satisfaction is very thin. でもどんなに一生懸命やっても満足感というか達成感が得られないんです。Yeah. But I believe this is a time where the prayers of God's people has welcomed God to visit Japan in a new season. この新しい時期に季節においてですね、神様を直接私たちの人生の中でお迎えする時が来ていると思います。Yeah, and this is not through big crusades and famous speakers. で、今私が言ってるのは何か大きな、大会を開いてそこに有名な人を招くということではありません。Yeah. But it's through day-to-day people who are really connecting with the heart of God and welcoming His presence into their marriage, their family, their homes. 今、言ってるのはね、日々の生活の中の結婚されているのであれば夫婦関係の中に神様を招いている毎日のことを私は言ってるんです。You know, that's where God is moving now, and that's what we want to focus on today. で、私たちが目を向けなきゃいけないのはそこなんですね。私たちの日々の生活です。So today I would like to focus on family. で、今日はですね、家庭、あるいは家族に目を向けて分かち合っていきたいと思います。And also on the relationship between the generations. またですね、すべての世代をつなぐということについて考えていきたいと思います。But first, as there are a few more people coming in, で、また何かここに参加されてくると思いますが、I'm going to quickly review what we were looking at yesterday. 昨日のメッセージをちょっと復習したいと思います。And if you find it interesting, I think it was taped and it provides an approach to what we will talk about today, a background. はい、今日お話しすることの前段階のところですけれども、後で
ユーストリームにもアーカイブ取っていますので、URL を確認してご覧になってください。Okay? We began speaking about the heart of our Father to bring whole nations to Himself. 父の心を理解する。その父の心というのは、私たち個々もそうなんですけど、この国を、キリストの弟子にしていきたい。国々をキリストの弟子にする。Which is what Jesus said in His last words before He went to heaven. イエス様が天に帰られる前に、弟子たちに残された言葉にもそこに触れています。I want you to go and make disciples of all the nations. 出て行ってすべての国民を弟子としなさい。But He didn't ask the disciples to do it for Him. でもね、注意しなければいけないのは、イエス様は私のためにしなさいとは言ってないんです。Yeah. He said, all authority has been given to me, to すべて Jesus. の権威が私に与えられています。So with this power, でその権威と力を持って、which is Jesus Himself, イエス様ご自身が私たちと共に、yeah, as we go with Him, 私たちが出ていくときにイエス様と共に出ていくんですね。not for Him, 彼のイエス様のためにではなくて、イエス but 様 with Him. イエス様は一緒に出ていく He said, and I'll be with you always. イエス様は世の終わりまであなた方と常に共にいますというふうにおっしゃってください。 So learning to connect with the heart of God and what it means to go with Him in the power of His Spirit. 父の心を知るということは、父が、キリストが私たちと共に生きて歩んでくださるということです。Yeah, and as we go with Him, 私たちが主と共に出ていくときに、He was showing us what the main strategy is of really giving new direction to a nation. 新しい戦略というのでしょうか、国々を弟子化していくための戦略を与えてくださいます。And to our surprise, we found the answer to that in Deuteronomy chapter 6. 新明記の6節の中にその答えが書いてあります。And verse 7. 7節です。And here it says, impress these truths on your children. 子供たちの心に刻みなさい。Yeah? When you sit in your house. これをあなた方の子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさい。Yeah, it seems very simple. 非常にすごく単純に思いますけれども、 But he was talking about much more than training children. ですね。ですが、それは子供たちを単に訓練するということとは違います。Yeah. The verse before said is where God said to Moses, "These commandments I give you are to be upon the heart of the whole nation." イエス様が語られた命令というのは私たち個人に対する命令ではありますけれども、国単位に対する命令ではあります。Yeah, and he said, "Here's how you can get a whole nation to choose from their heart to love and obey God." 国があるいは民族が自分たちの意思で神様に従っていく決断をする。それが弟子作りです。Yeah, and he said the way you do it is what happens in the home. でもね、その国が弟子作りされるところの出発点はどこですか？それは家庭の中にあるんです。Yeah, and it happens between parents and their children. もっと言うならば、それはですね、夫婦から始まり、夫婦関係から始まり、親子関係から始まります。We don't usually think of that as being the main way that God changes nations. その関係というのはあんまり考えませんでしょ。国がキリストの弟子宣教されて、福音化されていく。そして家庭がキリストの弟子となっていく。そこには関係があるんですね。Yeah, it is the key. それが鍵なんです。It's the foundation of nations. 家庭がキリストの弟子となっていくことが国が変えられていくことの土台でありまた鍵です。So in Japan today, the most influential persons in Japan are not the politicians. この日本という国にあって一番影響力を持っているのは政治家でしょうか？そうではありません。Yeah, it's not even pastors. 牧師でもないんです。Yeah, it's not school teachers. また学校の先生でもありません。It's parents. 親なんですね。How parents live their lives, the example they set. 親がキリストの弟子として本当の模範になっているかどうかが問われています。Yeah, how they welcome their children to join with them
in walking with God. そしてまたこの親がですね、子供たちを自分のパートナーとして招き入れているかどうかが問われているんです。And how together the children discover who God is, who they are, and how to live the kingdom of God. 一緒に共にということが大切なんですよ。親と子供が共に神の御心を求めて知ろうとしているから。Yeah, this is what decides the direction of a nation. でそこにこの国がどこに進んでいくかの鍵が隠されている。And so we looked at children. How does God see children? じゃあですね、神様はどのように子供たちに触れてくださるでしょう And more specifically, how did Jesus view children? で分かりやすい例を見るならば、イエス様がどのように子供たちとに触れていたでしょうか。And we realized as we studied the scripture, his view of children is very different than our traditional views. 昨日、昨日ですね、分かち合ったことですけども、イエス様の子供に対する見方というのは私たちの見方と全然違うんです。Yeah. And we studied very specifically what Jesus said children were capable of understanding. 何が違うかというと、イエス様は子供たちが神を理解する力があるということを知っていたんですね。理解力があるということを知っていました。Yeah, and he was saying that they actually can understand and enter into the kingdom of God while they are still very young. 若い時であったり、本当は幼い時であったとしても、神の国に入ることができるんです。Yeah, that they could know him intimately. で、親密な関係を神様と持つことができます。That they could not only learn, but they could actually give and participate with their parents in ただ、 glorifying お父 God. さんお母さんから学ぶだけではなくてですね、お父さんお母さん、と共にですね、神様の働きに参加していく力があるんです、子供たちに。And the emphasis was not on doing something for the children. で、いいですか？私たちはこう考えがちですね。クリスチャンの親リーダーとして子供たちのために何かをしてあげなければいけない。そうではないです。Yeah, totally opposite. 違います。He said, welcome them. 私たちの働きに関係の中に子供たちを招き入れることなんです。But you can't welcome them unless you understand how they are able to participate with you. 私たちの働きに、ですね、神の国の働きに子供たちが参加して働ける能力があるということを知っていなければ招かないではないですか。Yeah. We looked at the fact that children can hear the voice of God. また子供たちは神の声を聞くことができるんです。From a very young age. 幼い時からそうです。Because of that, they can join us in their faith. ですのでですね、子供たちは私たちの信仰を共有することができます。They can do more than sing songs for Jesus. イエス様のために賛美する以上のことができるんです。They can actually worship God. で、実際に神様を礼拝することができるんですね。In fact, the scriptures tell us in Psalm 8, verse 2, that praise out of the mouths of very young children silences the enemy. 詩編の8:2, Psalm 8:2. 82編ですか？ No, 8章の2節。2節ね。8章の2節です。Yeah, that praise coming from the mouths of little children. はい。ですね、こう書いてあるんですね。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。Yeah, but actually the literal language behind it, I find in the Japanese Bible the translation has quite a traditional view of children in the way they translate. 日本の聖書の翻訳というのがアデール先生によると、本来の意味からではなくて伝統的な私たちの価値観に影響された翻訳がなされていると言います。There's quite a cultural interpretation in some of those verses, and this one says literally, it makes the enemy quiet and overcomes the enemy. 本来の意味はですね、子供たちが賛美するときに敵を打ち負かして黙らせるという意味があるんですね。Yeah? Because their motive is so pure. なぜならば子供たちの動機というのは純粋だから。They're not worshiping God so they will feel better. 礼拝して何か自分たちに見返りを求めていないんですね。In simple love and faith, they worship Him because of who He is and how worthy He is. 神様が神様であるから礼拝するんです、子供たちは。
Yeah? So we were considering how to see them the way Jesus sees them and to welcome them the way Jesus welcomes them. ですのでね、イエス様がそのようにご覧になっている子供たちの能力を知って、ならば私たちもそのように見ていかなければならないということです。And then to invite them to join us. で、私たちの信仰の歩みに子供たちを招き入れるということが大切です。Then we talked about a dangerous way to try to encourage them to do this. しかし、でもですよ、子供たちもちろん励ましていくんだけども、その励まし方に気をつけないといけません。Yeah? In our society, we often motivate people through threatening them, pressuring them. 私たちの文化ってどこでも多分そうだと思うんですけども、何かさせようとするときに外から圧力をかけますね。Pressure. できましたか？やりましたか？ Huh? You know, and we, Nani? What? You know, you know, and there's an external pressure. で、それは、この世界の教会の中で起こり得ることですね。外から圧力をかけて何かをさせようとする。Children are very sensitive. 子供たちというのはすごく敏感です。And they will do things because they feel the pressure. で、もちろん圧力をかければですね、何かするかもしれない。するでしょう。And we think that's okay because we're going to have a good result. So just get them to do it. で、結果として親が望んでいる、リーダーが望んでいることを子供たちがして、それでいいと思うかもしれませんが。Yeah. And the other way we do it is, kawaii ne. And we try to, you know, ice cream ski, you know, we have a way to bribe people, you know, manipulate. 今度はですね、一方でですね、やっぱりこれも外的な操作なんですね。ご褒美をあげるから、褒めそやしてですね、何かをさせようとする。And in the world, those are the two ways that we sell cars, that we get voted in as a politician. で、車のセールスマンであったとしても、あるいは選挙で、一票でも得ようとする政治家であったとしても同じではないですか。相手に動機づけをして、そして見返りを求めるという関係があります。These are all external motivations from the outside. で、私たちの生きている社会はそういう外から圧力をかけたり動機づけすることによって何かをさせようとする、影響があるわけです。But we recognize that so many children who begin in church or with Christian families, they seem to be, then when they get older, they go away. でもですね、仮に、小さい時に、外から操作したり圧力かけていかにも、神様に従っているように見えたとしても、ある時期になると離れちゃうという子供たちがいるではないですか。Good parents. で、ご両親たちを見ると素晴らしいご両親たちなんですよ。Christian families. で、素晴らしく見える、クリスチャンファミリーなんですよ。You probably know of some young people that have pulled away. で、そういうクリスチャンの家庭から、ですね、育ったのにイエス様から離れてしまう子供たちというのは私たちの周りにもいます。How can that happen? どのように向き合っていったらいいでしょうか。 They were doing all the activities, you know, smiling, I love Jesus. で、小さい時にはイエス様愛しますとかですね、パフォーマンスというかダンスしたりして。But the problem was it was not coming from the heart. で、問題なのはそれが心の自分たちの願うところから出ているかどうかが問題ですね。So our question was, how do we reach the heart? ならば、じゃあどうしたら本当の意味で子供たちの心の深いところに触れることができますでしょうか。 I won't do the teaching again, but we talked about 5 key principles of reaching the heart. で、後で、ユーストリー見せてくださいね。で、昨日どうしたらじゃあ子供たちの心に本当に触れることができるか。5つのポイントからお話ししました。But I wanted to add just one area that we did not speak about. でも一つだけ触れてなかったことがあるので今お話ししたいと思います。And that's about discipline. それはですね、訓練という、領域です。How we don't want to pressure them, but we do need to help them to obey and to respect. ここが難しいところですね。圧力をかけないで、じゃあどうやって訓練をするでしょう。 You know, this is a good question. And what we need to understand is that there are 3 steps of learning to respect and obey
that needs to happen in the lives of our children and young people. はい、尊敬する、親やリーダーを尊敬する、そして従っていくということを圧力をかけないですね、子どもたちが心からするための訓練の、ポイントはどこにあるでしょう。Yeah, it's 3 steps. 3つのポイントが、3つのステップがあります。The first step is usually from 0 up to around 8 years of age. 子どもの年齢でいうと0歳から8歳ぐらいまでの年齢の時期。And this is following the example of the nation of Israel, how they related to their children. イスラエル人たちは、その時期を子どもとして考えるわけです。And this early stage is the stage of directed discipline. Parents decide what is right or wrong, and they teach their children what is right or こ wrong. の時期はね、生まれてから8歳ぐらいまでの時期というのは、親が判断するわけですね。これはいいことだよ、悪いことだよ。そして子どもたちはそれに従うわけです。And when they disobey, で、従わなかった時には、in love, 愛を持って、we look in their eyes 目を見てですね、and we connect with their heart. 目を見るということは大切ですね。 If a child is not looking in your eyes, it's a waste of time. Doesn't matter what you say. で、子どもたちがあなたの目を見ていないならば、どんなことを言ったとしても心に届きません。Even if it means you have to hold their face and look in their eyes, you must connect with their heart. 顔ある場合には、抑えてというんでしょうか、自分たち見るようにして、そして目と目を見て、語りかけないといけないですね。They have done something wrong. 何か悪いことをしちゃったときに、They've taken something or hit somebody, they've done something that is not 何 right. か盗んじゃったり、それから誰か喧嘩して叩いちゃったりする、ね。How do you correct that? じゃあ、そういったいけないことをしたときにどういうふうに向き合っていきますか。 You look in their eyes and you tell them, I love you very much. で、こういうですね、私はあなたのこと本当に愛してるよ。Yeah? And because I love you, 愛してるから、yeah, I want you to learn to do what is right and not wrong. ただ何が正しいのかを君に学んでほしいんだ。何が間違っているかを知ってほしいんだ。And you know that what you just did was not right. で、君も今君がやったことって悪いことだって分かってるでしょ。 And so you're going to lose a privilege. 特権を失ってしまうんだよ。So I'm going to ask you to go over there and sit down quietly で、 and think about what you did. で、君がやったことを、部屋の隅か別なところに行ってですね、考えてごらんなさい。Yeah? And when you're ready to ask forgiveness, please come and tell me. で、本当に、許してほしいのならば、気持ちになった時にまたお父さんお母さんのところに私のところに戻ってきてください。 And children's hearts are very sensitive. They know when they did wrong. で、子供たちというのは自分が悪いことをしちゃったということが分かるんです。 And so whatever the tone of your voice, the way you do it, must never be in frustration or in anger. で、子供たちをですね、そうやっていさめる時には決して、感情的に叱ってはいけないですね。Yeah. We're always busy. 私たちは皆いつも忙しいです。 And the children always know when they can act up because the parents are busy. They can get away with it. 子供たちはまた忙しいで遊び回っています。 But we cannot wait. You cannot delay. でもですね、その何か誤ったことをしたときにですね、その先延ばしにしてはいけないです。Yeah, because if you wait, you become more and more, frustrated. You've built your emotions are building up. もしね、放っておいたらば、だったらそれを見逃しているならば、あなたのうちにですね、フラストレーションが募っていくではないですか。 Yeah. So the moment you see something isn't right, it doesn't matter what you're doing. You stop. Excuse me, I need to speak to my child, and you go to 何 them か right 悪い away. ことをしているのを見たならば、その瞬間に止めていさめないとダメです。 And then, you don't talk to them. You say, "Please look in my eyes." 私の目を見なさい。 You wait. You look in their eyes. でも目と目を向き合うまで待つんですね。 And your eyes say, "I love you so much, but this has made me sad. I'm so sorry." ですね、ここは難しいですけども、
愛してるよっていうふうに見ないといけないですね。Yeah. 愛してるよ、でも悲しい、そういうあなたがやったことは私の心を、痛めてるんですよっていうメッセージがないといけないですね。And you correct it right away. で、それを直ちにですね、その場で、諌めていかないといけないですね。正していかない。Fathers, you need to take the lead in this, not just the mothers. 父親にto lead out, to take leadership as much as 父親の方 possible. にね、お母さん以上にですね、お父さんの方にその、導きの責任が与えられています。Again, it's not just words, it's kindness and love that connects with the heart of that child. ですね、それは言いますけど、感情的にではなくですね、愛を持って厳しく正していく。And children are smart. で子供たちっていうのは、賢いというのがずる賢い。When they see the parents are talking to other people, other things are going on, aha, it's their chance, you know. でお父さんとお母さんがですね、悪いことやったの分かってても他のことで忙しくしてるなら、いいかみたいな感じになっちゃうんですね。You're at the table with guests, you know. でお客さんと一緒にですね、話しているときに何か悪いことをして。And suddenly your children start to act up. で、そしてですね、子供たちはまた騒がしくするわけです。The parents are a little embarrassed, you know. お客さんの前ではちょっと叱りたくないわみたいな。No, you say, excuse me, excuse me. で、you take the child from the table. で、その時にはお客さんがたとえいたとしてもですね、すいませんと言って、子供たちをその場から離してやっぱり正していくんです。And you never correct a child in front of other children or other people. Never. で、一つ大切なことがあって、他の誰かの目の前でですね、あるいは他の子供たちの前で恥ずかしめるような形で叱ってはいけません。Shame is poison. で、恥ずかしめを与えるような叱り方は、それは人生を毒してしまいます。It does the opposite of healthy discipline. その恥ずかしめを与えて何かを正そうとするのは間違っています。それは正しい訓練の真逆のことをやってるんです。And you know that school teachers, everybody uses shame to discipline. It brings death. It's destructive. で、そういう目に遭った方っていませんでしょうか。何か悪いことしたときにですね、恥ずかしい思いを、学校の先生や親にさせられて、ですね、叱られるというような経験ないでしょうか。So it's a private connection. 叱るときにはいつも向き合う、お父さんなりお母さんなりが、他の、人たちと引き離して、1対1となって叱らないといけないですね。It's never convenient. で、そういうふうにステップを踏むということは決して面倒なことです、ある意味では。本当に面倒ですよ。いつも面倒です。簡単ではない。高いですね。値段は高い。で、そこに犠牲が求められるわけですね。But when you connect with the heart of your child and lovingly correct them, it brings them life. でも皆さんが本当に心に届くような形で子どもたちを、訓練していきたいのであるならばそうしていかなきゃいけないですね。Until they're about 8 years old. で、今言ってるのは大体8歳までの年齢の子どもたち。But around that time, their thinking begins to change. で、この8歳になります。8歳ぐらいになると考え方が変わってきます。Up until then, it's right or wrong. で、8歳までの時期というのは黒か白か善か悪かそういう判断の仕方です。But starting about 9 or 10, they begin to think, what is the best 方法、一番いい方法なんでしょうか? You know, they're thinking differently. 9歳以降になってくると、いろんな基準があるでしょうけども、何が一番いいだろうかというふうに考えます。良いものの中でも何が一番いいだろうか。And it seems like they're being disobedient. で、それは悪い意味でもできますよ。なんか都合の悪いことを避ける方法はないだろうとかね。Could you sweep the floor, please? お掃除してくださいって言われた、お掃除しなさいって言われたときに。And they say, well, actually, shouldn't we wait for 2 hours because there's people coming and there's a better time to sweep, you know? で、友達も来るし、お母さん2時間後にしてもらえないとかね。何を言うの? Do it now. しなさい。You know, and we're missing something there. そういう関係の中には何か欠けていませんか? They ask, can I go to my friend's house?
じゃあですね、お掃除はお友達の家に行って遊んで帰ってきてからするわ。Yeah. And as a parent, we go, hi, you get, no. You ask them a question. What do you think would be best? こういう聞き方ありますね。じゃあ、あなたはどうするのが一番いいと思いますか？思うの？どうしていったらいいでしょうか？どうしたらいい？ You're beginning to ask them to think for themselves what is right and what is wrong. でここでのアプローチがこう、成長していくにしたら変わってきますね。判断させるように訓練していくんですね。何が一番いいと思うっていう問い返すんですね。You still decide as a parent, you're still the authority. でもちろんまだ親の権威の下にリーダーシップの下に子どもたちが置かれています。最終的には親が決めるでしょう。しかし彼らに判断させる、時間を与えるんです。You're helping them to develop personal discipline. それはどういうことですか？親がいつも直接的に訓練するのではなくて、自分で自分を制する、自分で自分の一番本当にいい決断をするように、助けていく、そういうことです。Yeah. They're developing personal responsibility. そういう過程の中で自分で責任を持つということを学んでいくんですね。I know so many Christian parents go, I don't know what happened to my young person. いろんなクリスチャンの親御さんたちが来られてですね、私の子供たちどう扱っていいかわからないんですという訴えを聞きます。Yeah, because suddenly they're teenagers and now they're rebellious. で、10代になってくると突然ですね、反抗するわけです。No, they've learned to obey. Now they're obeying their friends. ですね、従うということについては変わらないんですね。ただ従う方向が間違っている。親に従わないで友達に従ってるんですね。Yeah. They haven't learned for themselves what is right and wrong. ということは、ここが欠けてしまっているわけですね。自分自身で何が良いか悪いかを判断する、訓練がなされていないからそういうことになってしまうんですね。You understand? And when they become teenagers, 10代になったときに、yeah, their hormones, sexual desires, ホルモンもまた性的な欲求も出てくるでしょう。they're wanting to be accepted by friends and others, many pressures. あるいはですね、仲間を求めるような受け入れられたいという欲求が出てきます。Yeah. They have to prepare for this. で、そういう、ある意味での準備期間なんですね。So it means we have to increasingly trust them and encourage them to think through what is right and wrong. で、10代になっても訓練の延長があるわけですね。自分たちで、自分自身が責任を持って何が最善であるかを、判断するように訓練していくんです。This isn't just because mom and dad say so. お父さんとお母さんが言われてるからこうしてる、こうしないということではありません。But they've come to know Jesus. イエス様を信じるということも同じですね。They love him. イエス様を愛するということも同じです。And they have been looking at the Bible for themselves to see what God says is right and wrong. で、その時に自分たち自身で聖書を開いて何がいいか悪いか神様の目に判断できるようになっていかないといけないです。And they're learning to be accountable to Jesus, not just to mom and dad. お父さんとお母さんに正直であるだけではなくて、神様に対して正直な関係を築いていくように訓練していかないといけないですね。Now, this was the thinking of the Israelites in the training of their children. はい、でここはですね、旧約聖書の中のイスラエルの民がどのように神様によって扱われたかから私たちは学ぶことができます。And if we had time, we would study Luke chapter 2, ルカの福音書の2章からも、which is describing the most normal teenager who ever lived, Jesus. 2章の中にですね、いわゆる普通の、10代の12歳の少年が登場します。Yeah, because they had what they call a bar mitzvah. ユダヤ人たちがバルミツバという、慣習があります。Yeah, this was the completing of their preparation to enter into the adult community. 12歳までに大人になる準備が、終了して、そのお祝いをして、これからは大人の、社会に入っていくという、区切りになる、
And we don't have time this morning because I have these other very major topics to go into. 今ここを深く学んでいくことはできませんけれども、他にいろいろ学んでいく。But I'd like you to go back and read, starting with verse 40, right through until the end of the chapter, 40 to 52. Chapter 2, verses 40, all the way through to the end of the chapter. We're not going to read it now. 今読まないですけども、20章の40節から最後までお家に戻られたらですね、読んでください。But it's the story of Jesus. でここにイエス様の12 years of age. 12歳のイエス様が登場します。And this was the time when he went through his bar mitzvah. That's why it says they went up to Jerusalem for the custom. はい、でここはイエス様が少年イエスが、大人になるという、区切りになった場面です。For us, you become an 大人大学の後ね。でどうでしょうか。大体、アメリカでも日本でも大人とみなされるのは教育を終えて、多くの場合は大学を卒業して社会人になった時が大人としてみなされませんでしょうか。When they get a job. 仕事を持った時に。Now they're an adult. 今もうやっと大人になったと。And the teen years, the youth years, are very dangerous. でこのユースと言われる、ティーンエイジ12歳から18歳ぐらいの時期とはすごく危険な時期と考えられます。Yeah. We tell them, you're not a 子供ではない。大人ではない。あなたはどういう人かわからないけれどもね、一生懸命勉強してください。ということですね。はい。そうでしょ？ Yeah. Privileges without responsibility. なぜ危険かというと、特権はあるんだけれども責任を負わされない、求められないというそういう時期になってしまっているわけですね。This is not the kingdom of God. でもそういうような文化的な考え方というのは聖書のあるいは神の国の価値観とは相入れないものです。You see, in the world, our value is measured by what we can do and how much money we can make. この世界の判断基準、評価の基準というのは、その人が何をできるか、あるいは例えばどれほどお金を稼げるか、何を達成したかによって判断されます。But God designed us so that physically, young girls, 12 years old, can have a baby. でも、どうでしょうかね。肉体的にはですね、12歳の女の子だって妊娠することはできるわけですね。Yeah? Why did God do that? で、じゃあなぜ神様はそのように人間の体を作られたんでしょうか。Yeah? Very inconvenient for the young lady. Huh? で、若い今の社会の中で若い女性がそういう妊娠する機能を持っているのに10代子供として扱われるということはすごく不自然なことです。And all the young girls go, God, could you please delay this a little bit more? It's not very convenient to have this every month, you know, menstruation. このですね、menstruation. メンスが毎月毎月あるのは本当にめんどくさいというか。めんどくさいね。そうでしょ。同じそうね。But 神様はちょっと間違えたでしょうかね。どうでしょうかね。女性をそうに作られたのは。And the little boys. で、男の子たちはどうですか？ They can be fathers around this time. で、この時期にですね、肉体的には父親になる機能が与えられているんです。大きい鉄砲をね、あげたらもっと would not be quite as dangerous. で、そういう子供たちにですね、銃を与えてしまったらどうでしょうか。Yeah. It's a huge responsibility. で、大きい責任を負う機能があるのに、でも子供として扱われています。But it's not just sexually. 性的な領域だけではなくて、It's mentally. で精神的にもそうです。It's spiritually. 霊的にもそうなんです。By the time they become teenagers in God's sight, God wants us to trust them and welcome them to walk with us as young adults in leadership training. でもその時期にこそですね、大人として扱われていかなきゃいけないんですね。リーダーシップを負うように責任も、持たせていかないといけないです。For Jesus,
イエス様はどうだったでしょうか。 When he passed the exam, イエス様はですね、その12年、大人になる準備の期間、その試験を、合格したわけです。he could now go into the temple without his parents. で12歳を過ぎるとですね、今度お父さんとお母さんに伴われなくても自分一人で大人ですから、神殿に行くことが許されるわけです。 Not all the boys did that. で、全ての男の子たちがそうしたと思いますけれども。 Jesus was not being rebellious, でイエス様は不従順な少年ではありませんで but した。 something had happened. でもあることがあった。起こった。 During his bar mitzvah examination, part of the examination was about the Messiah. 一つの試験というのは救い主としての試験でした。 As he was answering their questions, でそこでですね、イエス様は少年イエスは質問されてましたね、宗教学者たちに。 God the Father saw he was ready. 父なる神はもう準備ができているというふうに見なしたんです。 He was ready to understand who he really was. で自分が誰であるか、救い主であるということを理解する時が来たと天の父は見なしたわけです。12 years old, 12歳ですよ。 discovering that you're the Savior of the world. この世界の救い主であるという自覚を持っていました、イエス様は。 You remember, as you read through, you'll see Joseph and Mary searched for Jesus for 3 days. ヨセフとマリアはですね、イエス様のことを、主イエスを3日間探しました。 Where was the last place they went? で、最後に彼らが行った場所というのはどこでしたか？ The temple. 神殿でしたね。他の場所をずっと探してて、最後に神殿に行ったんです。 I wonder where they looked for 3 days. It means that Jesus must have had many interests. まあ、イエス様が行きそうな男の子が行きそうなところを探していたんでしょう、きっとね。 They went to the football field. Have you seen Jesus? ですね、サッカー場に行ってですね、イエス見なかったとか言ってたんです。 No, please find him. We need his help. Our team is losing. 負けそうだからサッカーの上手で彼に来てほしいんだよ、呼んできてっていうとかね。 They went to the pool of Siloam where the boys would climb the wall and help! Jump in the water. それからですね、プールのところ、プールに行ってですね、そこで泳いでないかどうかですね、行くわけです。They didn't just go. 飛び降りたりして。 They didn't just go to the library. でも、多分図書館には行かなかったと思うんですね。ただ図書ではなくてね、いろいろね、場所に行ったんでしょう。He was a real boy. ということはですね、そういった意味で、イエス様は普通の少年だったんです。 The last place they went to で、一番行きそうでないところに最後に行った。そこは was the 神殿でした。 temple. 神殿でした。 Why did they go there? なぜ行ったんでしょうか？ I think they went to pray. お祈りに行ったと思うんです。 God has entrusted you with the Savior of the world, and you've lost him. で、あなたは私たちに救い主をお預けになってください。でも、今失ってしまったんです、彼を。なくしました。これはね、ひどいことでしょ。あいや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 。I don't know if you've ever seen a mother when she can't find her child. 皆さんですが、お子さんが迷子になっちゃって、ですね、心配したことありませんか？神ちゃん、神ちゃん、you know, mothers who lose their children, it is very serious. で、子供を失ってしまうということは、お母さんにとって本当に深刻な出来事です。After 1 hour, 1時間後に、they want all the policemen to come. それから、1時間も子供がいなければ、多分警察を呼ぶかもしれませんね。After 2 hours, they want the military to come, you know. 2時間経てば、アメリカであれば、ですね、軍隊を呼ぶかもしれない。日本であれば自衛隊を呼ぶかもしれません Then ね。3 hours, the Air Force, you know. 3時間経ったらですね、空から空軍が探すかもしれない。 My child is lost, you 子供 know. がいなくなったので、 Mary メリ had ーは lost Jesus. ただの子ではなくて、神様から預かった救い主を失ってしまった。 She could imagine he was kidnapped and out on his way to Egypt, you know, with some slaver こ or ういうふうに something. 考えたかもしれませんね。で、誰か誘拐されイエスを誘拐してエジプトに奴隷に売られてしまったんではないだろうか。 I went to the temple to pray. で、神様祈らなければいけないと思って神殿に行った。 But when they come into the temple, they're shocked.
でもですね、神殿に行ったヨセフとマリアはびっくりしました。He's in the temple talking with the scribes and Pharisees. パリサイ人とやそれから律法学者たちと自分の我が息子が話しているんですね。And the mother says, Jesus, how could you treat us like that? She's very angry, huh? 怒っていたと思いませんか？どうしてお父さんとお母さんをこんな目に遭わせるの？ And Jesus said, oh, I'm sorry, I should have phoned you. ごめんなさい。電話かけたね。すいません。No, he didn't say that. イエスはそうおっしゃらなかったね。What he said is very interesting. で、12歳のイエスさんがお父さんとお母さんに言ったことはすごく不思議 He な said, ことです。 Mama, お母さん、 didn't you know? 知らなかったんですか？ I need to be about my father's business. 私は父の仕事をしなければ、父の去っていることをしなければいけないんです。Because when Jesus realized, oh my goodness, I'm the Messiah. で、この時には私は救い主なんだということを気がつい知ったからです。Now he remembers all the things his mother said. で、マリアには予言が与えられていましたので、少年イエスはお母さんの語っていたことを、思い起こしていったんですね。You had a very special birth. あなたは特別な生まれ方をしたんだよ。You're not like all the other children. 他の子供たちと全く違う誕生の仕方をした。God has something very special for you. あなたの地には神様の素晴らしい特別な賜物を与えられています。 He's like, oh my goodness, my mother knew this all along. 今神様が教えてくださったことをお母さんはずっと前から知っていたんだ。 Now I know. 今そのことがやっと分かった。 She'll be so excited for me. で本当にワクワクしたんですね。 That's why he said to her, why were you looking for me? なんであなたは前からそういうふうに言ってたではないですか、お母さん。どうしてびっくりするんですか？ Can you imagine saying to a frantic mother, why were you looking for me? で、気が狂ったように自分を探している、子供はですね、お母さんってなんで私を探してるのって言ったら、なんで探してるの？どうでしょうね。ジョセフはマリアちょっとね、これは教会だからあんまり騒いないでね。You understand? This is the real story. です。実際に起こったことが書かれてるんですよ。 But then the very next verse says something very interesting. でその次の節にすごく興味深いことが書かれています。 Please read it later, okay? 後で読んでくださいね。It says, but they did not, Mary and Joseph did not understand what Jesus was saying to them. こう書いてあるんですね。ヨセフとマリアはイエスが語ったことを理解できなかったと書いてあります。 They were good parents. とても素晴らしい、ご両親でした。両親でした。 But they were underestimating what was happening in their son's life. どういうことかというと、イエスを過小評価してたんですね。自分の我が子の身に起こっていることを、理解できなかったんです。過小評価しているんです。 It's a danger for every parent. で、私たちの子供は救い主ではないですけれども、でもですね、神の子供なんですね。私たちは私たちの子供たちを過小評価していないでしょうか？ And we think, oh, maybe when they're older. 今は子供だけど、もう少し成長して大きくなったら、理解するようになるか。Mary's saying he's just 12 years old. マリアはですね、イエスを見て、まだ12歳だからと思っていたんでしょう。 There'll be time for that later. で、救い主だと自覚するようなのはもっと後だ。But God the Father said, it's now. でも、父なる神は、いや、今がその時なんだというふうにおっしゃっていますね。 And so in our lives, as we walk with our children, ですので、私たちが私たちの子供たちと共に歩んでいくときに、we must be careful to prepare them and honor them and welcome them to join us as young adults as they become teenagers. 10代になるティーンエイジャーというのは12歳から18歳でしょうか。その時期になる子供たちを大人として迎え入れることが大切なんですね。In the Hebrew language, they described the preteen era as nar, N-A-A-R, 9 to 12. 9歳から12歳までの男の子の時期をナーというヘブル語で言葉があるんです。And it means a youth shaking themselves free, beginning to shake free, to become free. でその子供が
自由になっていく、今まで束縛していたものを振り払って自由になっていく時期という言葉です。Starting to develop their own convictions. 自分自身で自覚が育っていく時期ということです。And then, when they become, when they're 12 years of age, they become a teenager at 13. They move into, as a boy, they're called bakur. 男の子であると13歳からバクワーという言葉があるんですが、bakur, B-A-C-H-U-R. B-A-C-H-U-R. Bakur. It means a young warrior. それは若い戦士という意味です。In training. まだ訓練を受けているけれども若い戦士という意味です。It's a new place in the community. そして若い戦士としての役割が、共同体、社会の中に与えられているんです。So 3 steps of training. で、今言ったようにですね、3段階の、訓練の、ステップがあります。Their first step is learning to respect authority and obey in an atmosphere of loving instruction and correction. で、1番目は、愛されている、愛の中にですよ、愛の中で何が正しいのか、何が間違っているのかを、教えられる時期ですね。Then as they come into their preteens, それから2番目はプリティーンの時期ですね。9歳から12歳ぐらいの時期です。Yeah, that's where they're learning personal discipline. で、その時期というのは、自分で判断、まだ親の指導のもとにあるけども、自分で自覚を持って何が正しいか悪いかを判断していく時期。But there's another step. そしてさらに進んでいくと、It's called the discipline of the Holy Spirit. ですね、クリスチャンで言うならば、聖霊によって訓練される時期があるんです。Now it's not a question of what is best. で、今度はですね、何が最善であるかという選択ではなくなってきます。It's the question, Jesus, how can I bring you joy? What would please you the most? 何が自分にとって最善であるかではなくて、どうやったらあなたを喜ばせることができるでしょうかという選択です。Some years ago, I took my teenage girl clothes shopping. My teenage daughter. 何年も前にですね、10代の娘を、洋服屋さんに連れてきました。Yeah, that's not a very normal thing for a father to do. で、お父さんが娘のを洋服屋さんに連れていくというのはあんまり珍しいと思います。Yeah, especially if the father is a Christian leader who is quite conservative. で、父親というのは大体保守的ですね。Yeah. And the fashions, you know, of young girls, and that may not be what, you know, a conservative Christian leader would have very much knowledge about. リーダーとしてですね、娘に付き添って10代に付き添って、で、お店に行けばですね、婦人服のお店に行けば、あまり保守的ではない服があるわけですね、そこにね。So I was a little bit, you know, uneasy about this. ちょっと心穏やかではありませんでした。But she asked, Daddy, could you take me? And I knew she wanted money, you know, so I went. お父さん、連れてってくれるってことは買ってほしいってことですね。And so we went there, and I looked at the clothes for teenage girls. They were terrible. そこに陳列されているですね、10代の子供たちの洋服って本当にひどい。There was nothing left to the imagination. ですね、想像する部分が残されていないというのは肌の露出が多い洋服でした。It was clothes that told people everything you have, you can see it, you know. で、その洋服を着ていたとしても、どんな格好かほぼ分かってしまうような洋服しかない。They were so short, so tight. それから本当に丈の短いスカートときちっとした。But it's what all the girls her age were dressing like in their school. で、自分の娘の同世代の子供たちはみんなそんな服着ているんです。I thought, oh my goodness, what are we going to do? 困ったなと思って娘と一緒にいました。So I was praying, you know, for my precious daughter. で、私のですね、大切な娘のために心の中で祈ってたんですね。I realized she had so much pressure from her friends. というのはね、その同世代のお友達がいるわけではないですが、娘には。そこからプレッシャーがあるわけです。Yeah, she's a very beautiful girl, very popular girl. で、彼女、デルさんのお嬢さんというのは、美人コンテストで優勝したんですね、アメリカで。ハワイで。She's unusually attractive young lady.
非常にこう魅力的な女性です。As a father, I have to have a very big gun, you know, to ですので、protect her. やってないといけない。いやね、難しいでしょ。So I was praying. で、祈ってました。And then I looked over and I saw my daughter's mouth was moving. 娘が口がなんか動いてるわけです。I thought, what is her? Is she having a mental problem or what is happening? 何ブツブツ言ってるんだろう。And she was walking through the clothes there, and で、服の前に来るとなんかブツブツ言ってるわけです。So I walked over to her and said, "Hi, honey, are you okay?" で、その独り言言ってる娘で大丈夫っていうふうに。I said, "I saw your mouth moving." で、なんか独り言言ってたよね。Oh, she said, "I'm fine." 大丈夫よ、お父さん。I was just asking my heavenly Father what clothes I should wear that would please Him. で、お父さん、天のお父様にどの服を着たらあなたに喜んでいただけるのか祈ってたのっていうふうに言うんですね。I just turned it out. You know. でも本当にね、嬉しかった。ほっとして私嬉しかったですね。I never thought like that as a teenager, you know. 娘がね、まさかそんな祈りをすると思ってなかった。When I was a teenager, I sat in the bathtub with my jeans on, so when they dried, they would be as tight as they could be, you know. で、私はその時はね、私が10代の時ってタイトなジーンズがかっこよいと思われてたので、ジーンズを履いたままお風呂に入って、ジーンズが縮むとぴったりするでしょ。そういうふうにしてね、かっこよくしようとしてたわけです。Hard to move, but they were really stylish. なかなか、動きにくかったんですけども、かっこよく見えたんですね、当時は。3 steps in discipline. それ値段はともかくとして3つのこうステップがあるわけです。The third step, the discipline of the Holy Spirit. で、3つのステップの先に聖霊によって訓練を受けるということですね。That doesn't happen because they're supposed to. 何かしなければいけないということではない。It's because they've come to know their Heavenly Father and love Him and want to please Him. で、何かをしなければいけないから誰かに言われたからこれをするあれをするということではなくて、神様に喜んでいただけるからこれをしたい。神様が悲しませるからしないということですね。Yeah. Now when they go to 大学、で、大学に行くと、or the workplace、それからまた仕事を持って職場に行くようになります。やがては。心配いりませんね。でもしそういう価値観というかそういう基準を子どもたち持っているのは心配しなくていいじゃないですか。So we welcome them to join us. ですから出発点に戻りますよ。出発点は外的な圧力で子どもたちを変えていくことはできないですね。迎え入れるんですね。そして私たち両親と共に学んでいくんですね。神を知る。We honor them even when they're children because of who they are and how much God loves them. で、私たちが愛している、そして子どもたち、その子どもたちの中にどれほど素晴らしい価値があるのかを認める。そして子どもたちにそれを伝えるということが大切です。Yeah. And walk with them through the stages of their development. で、今申し上げたその3つのステップを通過していくので一緒に歩んでいくんです。That was not my experience. で、これ私の残念ながら私の子供時代はそうではなかったですね。私の経験ではなかった。I won't tell you my story. It's a terrible story. で、私の話をするときもひどい少年時代、10代です。So I had huge changes to make in my understanding of what it was to be a father. で、私は全くそういうふうに扱われてこなかったので、そこからこういう理解をするようになるまでは180度意識を変えられなければいけません。Yeah. I did not do it. I made so many mistakes. で、若い時にたくさんの過ちを犯していました。4 children. で、しかし4人の子供を持つようになって、The first 2 suffered a lot. ですね、まだ未熟なお父さんだったので、最初の2人はね、未熟なお父さんのもとで非常に苦しい時期を過ごしてい I ました。learned the lessons the hard way, and they did too. They've forgiven me. でですね、あんまり上手に扱えなかった、今言ってるように扱えなかったんですね。ですから子供たちを傷つけちゃったし、I've had to ask for forgiveness. 許してもらいました、子供たち Not once, but many times. 何度も子供たちに許してもらいました。 And all of us, you know, the way that we were raised influences us so much. で、私たちの与える影響というのは大きいんです。And
And so changing our thinking to think from a biblical kingdom perspective is not easy. ですのでですね、私も苦労しましたけれども、神の国の価値観で子供たちを見ていく、そして育てていく。This is not American culture I'm talking about. 今言ってるのはアメリカの文化的な教育について語っているわけでは決してないです。This is kingdom culture. 神の国の文化、そこにある訓練や教育について語っています。And it's impossible to live kingdom culture by yourself. で、知っていただきたいのは、私たちはその神の国の文化、価値観の中で自分の力で子どもたちを育てていくことはできません。自分だけでね、別の人、away from just in your own self or your own family cannot live this by yourself. 自分だけでですね、それを成し遂げていくことはできないんです。Yeah, there's so many pressures from society. この社会の中ではあまりにも外からの圧力が大きい社会の中で私たち生きています。So you need to find other couples and other families that have a similar commitment. というのは、私たち単独でということですね。その一つの家族、一組の夫婦単独で、子供を育てていくこともやっぱり孤軍奮闘してしまうわけですね。ですから同じような仲間が必要です。Otherwise, this will run your children's lives. そうでないとですね、このスマホが子供たちの人生をコントロールするようになってしまいます。You don't have the strength to make it just in your family. You cannot do it just in your own family by yourself. 自分の家族の中で自分の力だけで今お話ししたようなことをやっていくことは到底できません。You need to find other families that will agree with you. This is how we want to raise our children. This is how, we will live the kingdom of 今 God. 分かち合ってきたこの神の国の価値観、聖書的な価値観の中で一緒に子どもたちを育てていこうという、考え方や、価値観を共有できる他の仲間たちと一緒にやっていくんですね。This is what church is supposed to be. で、教会っていうのは本当はそういう場所でないといけないですね。Sadly, that isn't what church 残念 often ながら is. なかなかそういう教会を見つけるのは難しいです。皆さんどう？私たちは大丈夫ですよ。We're okay. なぜかというと、教会の中でどうですかって言って大丈夫大丈夫大丈夫ね、大丈夫。そこで終わってしまうから関係がね。今でも生きてますからね、大丈夫ですよ。なんとかかんとか。It's private, huh? で、その家庭の領域っていうのは結構プライベートな部分ですので、そこで関係を本当に関係を作っていくっていうのは努力がいりますね、意思がいります。恥ずかしいからね、そういうものを話したらね、弱いとこはね、ちょっとうまくいってないことを話していくっていうのは難しいではないですか。Did you know it's not our strengths that bring us closer to each other? そしてですね、私たち夫婦であり、他の家族であり、仲間たちであり、私たちが良い関係を作っていく、親密な関係を作っていくとは決して私たちの力ではできません。それだけではなくて、私はね、何か弱いところから問題があることは話すとドアを開けるんですね、その人に。そのように近づいていくことできますね。強いところがもっと強い、come together? 強いところはより強められている。弱いところも強いところはもっと近づくことできるためできない。強さを通して弱いところを開けましたら、私たちがね、もっと一緒になることできるということなんです。ごめんなさい。弱いところがあるからこそ、その弱いところを正直に分かち合うことによって関係がより親密な関係が作られる。もうあなたの助けはいりませんというような強さを誇示しているならば、関係というのは築けないということですね。そうでしょ。本当の友達はね、弱いところを話すことできるでしょ。ね、そうでしょ。
これはあなたとイエス様と同じでしょ。イエス様大丈夫ですよ。こんなこと言ったらね、問題でしょ。だからこれはね、今、to be a family today, to live the Jesus way is difficult. チャレンジですね。イエス様のあり方で家庭を築いていくということは大変なんです。In fact, it's impossible. で、実際にはね、それは不可能なんですね。By yourselves. 自分の力では。But there's good news. でも、皆さんにとって良い知らせがあります。As we draw near to the heart of the Father, and He leads us to share our lives with others. 2つの関係がありますね。で、父なる神との親密な関係を私たち弱さを開いて、関係を築いていく。そして同じ仲間とですね、弱さを共有できる仲間たちと関係を築いているとき。Yeah. The children will say, well, why? The other kids don't, you know, they always use the excuse that the other children don't have to do that. で、不公平に見える場合もあるわけですよね。他の家族だったら、他のあそこの誰々さんちはスマホ持たせてくれるのにどうしてうちはダメなのとかね。でもね、別な人たちも同じように考えてます。で、他の人たちは他の人たちで家族はできるのにどうしてうちはできないのっていうわけですね。When their friends, families are walking in the same values. でも同じ価値観を共有できる仲間たちを見つけて彼らと共に歩んでいくことがすごく大切なんですね。そうでしょう、ね。It's really important. それは大切な、鍵であります。This is part of why people that do homeschool are finding help in this way. で、ホームスクールなさっている方たちが何人かいらっしゃいますけども、そこが鍵ではないですか。But it's not just homeschool. でも今話していることは決してホームスクールに限った It's こ a とな kingdom いですよ。 principle. 神の国の家族の原則的なことを話しています。And as the pressure of the world becomes stronger and stronger. で、この世界が私たちに投げかけている圧力というのはますます強くなっています。Whether it's pornography on the phone, you know, everything. 例えばスマホで一つクリックすればポルノのサイトリンクしちゃうわけですから。What children, young people can access to their phone is で、若い子どもたちがですね、インターネットを自由に使えてアクセスできた本当にひどいサイトにどこにでもつながってしまうわけです。You may control their phone, but their friends have phones that are wide open. で、子供のスマホにフィルタリングかけてある程度管理ができたとしても、子供の友達のスマホまで管理できないでしょ。But this is the time God has placed us on the earth. でも、そういう難しい時代に私たち生かされているわけですね。And He is with us. でもね、イエス様はその中にあっても私たちと一緒に生きていてください。He wants to lead us 導いてください。as families 家族として into living the kingdom and overcoming the attacks of the enemy. 敵の力に打ち勝つことのできる家族として立て上げてください。So we're going to take a stretch break right now. いや、ちょっとブレイクをやりましょうね。そしてトイレブレイクを。で、11時35分になったら戻ってきてください。その間ちょっとストレッチしたり、飲み物飲んだり、ちょっと隣の方とお話ししたりしてください。はい。今
あれ、高橋さんが連れて行くの
高橋さんがバスで連れてってるんですか？よかった。これ何役？やっぱりバスの鍵を、郵便箱の、幼児家の郵便箱からバスの鍵が入ってるので、もしバスを借りて、それから、あと、ちょっと、メッセージが少し長めにしてるので、20分でもちょっと20分でもずらしてくれると。はい。でも最後に一緒に乗りたいって言ったから、そんな感じで。ジョイさん、引用箇所って分かります？分かんない。ここに一応言います。言ったらパッと言ったらパッとね。頑張ります。だってさ、メッセージが始まる15分前にパワーポイント作ってくれとか言うんだ。わお。よしあくんならできる。人手が少ないのに。でもすごいタイムでなんか少し元気になった？体調少し戻しましたか？なんかまだいや手術からだいぶ良くなる。風邪は？風邪はどう？風邪ひいちゃったんだよね。昨日熱38度で今朝も下がった。だけどちょっと取りすぎた。はい、皆さん、ではそろそろちょっと、まだ、お話ししたいことはたくさんあると思いますので、戻っていただけますか。We are here today because of Abraham. はい、今日はですね、今日私たちがこのように生かされているのは、アブラハムのおかげなんですね。You see, God made a promise to his friend Abraham. 神様はご自身の友であるアブラハムと契約を結びました。It's the famous Abrahamic covenant. アブラハム契約と言われています。And we find it in Genesis chapter 18. 創世記の18章。And we're looking from verses 17 through 19. 17節から19節です。はい。And the actual covenant promise is made chapters before that. で実際にですね、アブラハム契約の原型はその前の章にあります。But in this passage it's explained. でこの箇所はですね、そのアブラハム契約の本質について教えている箇所です。In Genesis chapter 12, 創世記の20章の中で God said, Abraham, I will bless you. アブラハムよ、私はあなたを祝福します。And through you I will bless all the nations. で、あなたを通してすべての国民を祝福しますというふうに約 God 束 has してい kept ます。his promise. でですね、神様はアブラハムで与えて契約を守りました。That's why we're here today. ですから私たちは今ここにいるんですね。But it's continuing through us. で、
私たちで止まってしまっているわけではありません。私たちを通してまたそのアブラハム契約は継続して次の世代に、バトンタッチされていきます。So understanding the Abrahamic covenant and how it applies to us today is very important. ですので、今日私たちの飯を理解する中にあって、アブラハム契約を理解することはとっても大切なんです。And one day I was praying. ある時私がお祈りしていた時のことですが、The ministry I'm involved with had just started a few years. I was praying, "Oh God, strengthen us, help us to take our next steps." で、ある新しい働き始まって祈っていた時に次どのように進んでいったらいいだろうかと神様と向き合って祈っていました。And then I felt He spoke something to me very strange. で、聖書を通して神様はすごく奇妙なことを語られたんです。He said, "Why don't you want me to bless you?" で、私になぜあなたを祝福させないのかというふうに語りかけられたんですね。What? I was praying, asking for your blessing, you know. で、なんで神様はそんなこと聞くんだろう。いつもあなたから私は祝福求めてきたではないですか。And I felt He said to me, "These are just thoughts coming to me that." で、最初はですね、ただ私が思い浮かべた自分の考えだと思っていたんです。But then it was coming from the Lord. I knew it was God. I recognized His でもですね、次の瞬間に、いや、これは自分の考えではなくて神様が語っているんだというふうに、感じ取りました。And the thought was, when I make a covenant promise, there are conditions that have to be fulfilled for that covenant to be applied. で、祈っているうちにですね、このアブラハムに与えられた契約が実現、成就するためには特定の条件が満たされていかなければいけないということに気がついたんです。I wasn't thinking of the Abrahamic covenant at the time. I just wanted his blessing. But he was saying there, you have to fulfill some conditions that you're not fulfilling in order for me to bless you. こういうことなんですね。確かにアブラハムには契約が与えられた全ての国民が祝福される。私もその一部分。しかしそれは自動的なものではなくて、そのアブラハム契約が与えられた時に伴っている条件を私が満たしていかなければ私にその祝福は与えられないんです。Yeah. I didn't understand that at the time. でしかしそれ以前は理解しなかったんですね。All I knew was I had a problem. I was not doing something I was supposed to do in order to receive 私が blessing. このアブラハム契約を受け取るためにしなければいけないことをしていなかったということに気がつきました。And I didn't know what that was. でそれが何であるか分からなかったんですね。And a few days later, as I was reading my Bible, I came across this passage of Scripture. で、数日後に聖書を読み進んでいた時にある箇所が目に留まりました。Can they project that? Does he have that? ですね、ありますか？アブラハム契約のところってある？創世記の Genesis 18, 17 to 19. 創世記の18章のここだ。はい。Okay? あります。Let's read that together, okay? はい。そしたらじゃあ Put your hand your mic over to Fuyuji so that Fuyuji can read. Okay, good. はい。じゃあ皆さん、Fuyujiさんと声を合わせて一緒に読みましょう。読める？読めます。はい。1、2の3。はい。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正を行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。もし、これ行くの？もしあなたがある。Yeah, it's the もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。That's fine. If you look at what Jesus said about Abraham, アブラハムに神様が語ったことがここにあります。 it was Jesus, right? The Lord who でも came down. この語った言葉、イエス様が語った言葉でもあります It was ね。 the Lord. Huh? なぜならばイエスは主だから。 And he came with two angels. で、御使いが言葉を与えました。 Yeah, the two angels that came with Jesus to visit Abraham. エブラムに現れた時にですね、2人の
御使いに泊まられてイエス様ご自身を表しました。Yeah, and he repeats the promise that God made to Abraham that he would bless him and make him a blessing, right? で、そしてですね、神様はアブラハムを祝福すると同時にアブラハムを通して全ての国民が祝福されるというふうに語りました。But then he goes on to explain the condition for this to be そ fulfilled. れを読み進んでいくと、ですね、そこに条件がですね、伴っていることに気づかされます。It's strange, he says, I've chosen him to take leadership in his home. で、I've chosen him to take leadership in his family. はい、神様はですね、アブラハムに対してその家族の中でリーダーシップを持つようにというふうに語られたんです。With his wife, with his children. 妻とそれから子供たちに対して。They were to learn to do what is just and right. で、アブラハムを通してですね、家族が、妻が、子供たちが何が神の目に正しいのか、あるいは誤っているのかを、学ぶように。This was his responsibility as a father. それを教えていくことが父親としてのアブラハムに与えられた、責任でした。Not the mother. お母さんではないですね。He was to take leadership in this in his own home. 父親がその家庭のリーダーシップを持っていないといけないんです。And to make it stronger in English, there are the words so that the Lord can bring about for Abraham what he's promised him. で、英語だと分かりやすいんだけど、そうするならばっていう前置きがあるんですね。そうするならば、あなたが夫としてのリーダーシップを持つならば、家長としての。この約束は、契約はあなたに対して、成就してください。Does it say that in the? ですね。The last part of there in verse 19, so that the Lord can bring about. No, in Japanese it's not that clear. 私が彼を出したのは、彼が。So it's the Japanese text gives us the impression that it was the natural result. Natural result, not about responsibility. Yeah. Let's go back again. ちょっと聖書だとなんか自動的にっていう感じですね。こう与えたのでそれがそうになってきますよっていう。しかし英語の場合だとそうであるっていう言葉があって、その条件を満たすならば結果としてそうなるという文脈になっています。This changed my life. 本来の意味が私のですね、人生を変えたんですね。As I was trying to do as much as I could for God. で、それ以前はできる限りのことを神様のためにしていました。I didn't have much time for my wife or my children. で、忙しかったので、妻と子供たちに避ける時間がなかったんです。I was doing exactly the same as my father, who was a missionary. で、その私の模範はっていうのは、私の忙しい宣教師の父から授かった模範でした。And the same as my grandfather. お父さんもそうですか。お父さんもおじいちゃんも素晴らしい宣教師で素晴らしい働きはされてたけれども、すごい忙しい父親だったんです。I hardly ever saw my father. で、ほとんどお父さんと顔を合わせて話す時間がありませんでした。But he was serving God. でもですね、もう熱心に犠牲的に神様に仕えている。And my mother was trying her best with us. そして、お母さんが一生懸命子供たちのと関わろうとしている。I was doing the same. で、気がつくとですね、宣教師になった、牧師になった私は同じことしてるんですね。働きにも埋没して一生懸命彼の働きをしている。But God said to me, Dale, I want to bless you. で、神様はある時、私の耳にささやきました。私はあなたを祝福したいんだ。I want to bless your family. あなたの家族を祝福したいんだ。I want the blessing to be so great it will overflow from your family out to bless many. 私はあなたをあふれるばかりに祝福して、あなたの家族を通して周囲の人たちが祝福されるようにしたいんだ。But that's not going to happen. でもね、それはこの条件を満たさないと決して実現しないよ。The way you're living now, you will miss this. 今みたいな生活をしてたら決して私の祝福はあなたに注がれないよ。Yeah, you'll do some things. で、あなたは確かに忙しくいろんなことをしています。But the way I want to bless you and the way I want to come through you will be much, much greater if you follow in Abraham's footsteps. あなたは今一生懸命働いて私が祝福を受けているように感じているでしょう。しかし
私の原則に従って生きていくならば、あなたの想像をはるかに超えた仕方で私はあなたを祝福するし、あなたの家族も祝福するよというふうに語られたんです。But I said, I don't have any models. I don't have examples of that. I don't know how to do 問題 that. はですね、私の周りにそういう模範となる人がいなかったんですね。My father didn't model that. で、私の父親はそのアブラハム契約のようなモデルではありませんでした。The leaders in the mission I was working with did not model that. で、私の同僚たちもね、全く私と同じような生活をしていたわけで If す。 they weren't in Christian ministry and out in business world, they worked hard, made lots of money for the family, and the mother raised the kids. You know? で、ビジネスの世界である宣教の地の世界ではあんまり変わらないんですね。ビジネスの世界であれば、お父さんが一生懸命働いて、身を粉にして働いて、お金を稼いで、家族を養うために。I said, I don't know how to do this. でもですね、神様からそういう語りかけを受けたときに、どうしたらいいかね、全く分からなくて、当惑したんです。 And I felt the Lord showed me two things. しかし、神様は私たち2つのことをしなさいというふうに語ってください。 Find 2 or 3 other men and ask the same question of me. Help each other and find out how to do this. 他にあなたの友達を2、3人探して、あなたが今心に感じていることを分かち合わなさいというふうに言いました。 But first of all, ask your wife for some good ideas. でもですね、まず第一に友達の前に奥さんに聞きなさいというわけです。神様が。あいやいや、ちょっと、これは危ないね。When I told my wife, she went, okay! いやー。すぐに話したら、待ってました、なっちゃうわけです。一番最100ね、100 ideas of what to do. で、おそらくですね、100くらいの注文が出てくると思うんです。いや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 。I said, please, be nice, not too much. ちょっと勘弁してください。お手は柔らかにということになるわけです。 She laughed. で、奥さん話したんでしょう。 She said, I know you love me and you're doing your best. で、奥さんは優しくね、笑って、あなた一番最善を尽くしているのは分かってるわ。We began to talk about priorities. で、妻との間ですね、優先順位について話したんです。And I want to talk about that a little bit more as we continue. で、この残りの時間の中で、その優先順位について分かち合っていきたいと思います。And then I found 2 other men. They were also missionaries involved in で、その ministry. 妻の他にですね、2人ばかりの友人を探して、同じことを分かち合いました。 I asked them a question. で、質問したんです。Do you want to have a covenant blessing? で、君は友達ですから、アブラハム契約の祝福を受けたいですかと。The same blessing that was on Abraham. Would you like to have it upon you and your アブラハ family? ムに注がれた同じ祝福ですよ。 They said, yes. もちろん。 Then let's find out how to take leadership in our marriage and family. じゃあですね、一緒にその、祝福を受けるための条件を学んでいこうよ。Yeah. And so I learned a word, a very short word. で、すごくこう短い言葉でですね、そのポイントを学んだんです。Because priorities have to do with time. で、優先順位を何で測るかというと、時間で測るんですね。We have enough time for the most important things for us. さて、一番大切なものに人間というのは一番時間を使うわけじゃないですか、優先してね。I have time to go to the bathroom. で、皆さんトイレに行く時間って最優先しますでしょそうないですか？これはね、本当に it's very important to me. すごく人間にとってはトイレに行くということは優先しなきゃいけないことですよ I've ね。never heard somebody say, I have no time to use the bathroom. 私は忙しくしすぎてトイレに行く時間はないんだとか言う人はいませんね。時によってね、it's a little bit like that sometimes. ちょっと我慢するとずっと後回しにしてることってできない Especially if somebody is speaking for a long time. You know? 誰か講談に立ってですね、長い話をしてトイレ行きたいのになという時は今あるかもしれませんけれども、 But you get my point. でも私の言おうとしてることは分かりますよね。 We have time for what we believe is important. 優先しているものに対してですね、私たちは時間を使うんです。 There's never extra time. で、ですね、余分な時間をそこに与えようとはしません。 Unless you're 病気ね。で、病気でない限りは。Sometimes God has to put us in bed, so we are
able to get adjustments. ある時にはですね、神様に病気にしていただいてというんですか、で忙しいところからちょっと外れて静かにさせられるようなこともあるかもしれません。Yeah. And so I learned the word no. で、私はですね、その経験の中で断るということを、ノーということを学んでいきました。I learned what I should say yes to and what I should say no to. で、もちろん頼み事があった時にはいって引き受ける時もあるけれど、ごめんなさいと言ってお断りする時もあるわけです。And I'd like us to look at priorities together. で、今お話ししていることは優先順位について、分かち合っています。I'd like to say it in a very short form and then go back and look at it more carefully. ですね、最初に前提となることを簡単にお話しした後にちょっと、深いところをお話ししていきたいと思います。I think you know what the number one priority is. で、第一番の私たちにとっての優先すべきことって何ですか？ It's why we were created. 私たちはそのために、創造され作られています。Colossians chapter 1, この祭人の 16b. ですね、Colossians 1? そうそう、here. 16? No, ごめんなさい。 1 verse 16? Did you do that one? この祭人の手紙の16節。Yeah. 16ね。And it's the second part of the verse. First, okay. Colossians 1 verse 16, and it's the second half of the verse. Could you give it to 最後の方かな。万物は All things were made by him and for him. いや、万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。So we were created for him. ですので、ここを読むとですね、私たちは神のために作られたというふうに書いてあります。God doesn't exist for us. で、神様が私たちのためにいらっしゃるのではないですね。Yeah, that's not the priority. で、それは全く逆な考え方になってしまいます。We were created for him. 私たちが神のために作られたんです。Our first priority is him. 私たちの第一の優先順位は神様です。To love him with all of our heart, soul, mind, and strength. Do you have time for him? 皆さんは神様のための時間がありますでしょうか？ I should rephrase that. Do you make time for him? 言い換えるならば、皆さんは神様のための時間を作ろうとしていますか？ Yeah, to take time with him in the word and in prayer as the number one priority in your life. 神のために時間を使うということが私たちの最優先でないといけません。Our second priority 2番目の優先順位というのは is actually our marriage. If you're married. 私たちもし結婚されているならば私たちは夫婦関係です。Yeah? And that might surprise you that actually children are number 3. で、ですね、聖書の価値観の中で言うならば子供たちの関係というのは3番目になるんですね。So often, しばしば our children take priority over our marriage. 気をつけていないと親子関係が夫婦関係に優先してしまいます。But as we'll see today, if you don't invest in your marriage and take time for it, you're robbing your children of the blessing God wants for them. こう考えてくださいね。もし夫婦関係以上に親子関係を優先しているならば子供たちの祝福を奪ってしまっているんです。Yeah. And then in, I think, Japanese culture in particular, the grandparents, the relatives, we have to be very careful about what priority they have. で、祖父母ですね。祖父母も、優先順位の高い親族の中で関係の中で優先順位の高いところに置かれていると、考えます。Of course, there's our work, our business, our ministry that comes. I'd like us to look more closely at these things together. で、一緒にですね、この優先順位についてもう少し踏み込んで学んでいきましょう。First of all, on the priority of our love for God. で、もちろん、繰り返し言いますけども、第一の優先順位は私たちが神様を愛するということです。In Luke chapter 10, verse 27, we know this verse very well. ルカの、chapter 10, verse 27. 10章の27節。
It talks about how we are to love the Lord our God with all of our heart, soul, 私 mind, た and ち strength. の心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神たる主を愛しなさいという箇所ですね。Yeah? And that's our first priority. Yeah? それは私たちの優先順位です。But we live in a very interesting time. で、私たちはすごく興味深い時代に生きているのです It's が、actually described in Romans chapter 1, verse 25. ローマ書の1章の25節ですね。And there it says, they exchanged the truth of God for a lie. その時代というのは、神の真実を偽りと取り替えてしまうような時代です。Yeah, and they worshipped the creature rather than the creator. 創造主ではなくて被造物を礼拝するような時代だ。That's a description of what is happening today in our world. で、その後2000年前ではなくて、その時代というのは今も引き続いて私たちの生きている時代に起こっているわけです。Yeah. And the truth is で、真実というのは、that we're to love God first, our neighbor second, right? で、真理はこうきますよね。神を愛しなさいが先に来るわけです。隣人を愛しなさいよりもね。So that's the command, is that right? で、それは神様の一番中心的な人間に対する命令ですね。But that has been turned around. でもそれが逆転してしまうときに、Yeah. In the world, the happiness of man is the most important thing. この一般的な世の中の価値観というのは、人間がどうしたら幸せになれるかという価値観ですよね。And the happiness of man has become the new righteousness. で、その人間の幸福というのが、正義になってしまうわけです、この社会で。Yeah? Whatever makes you happy is right. で、どんなことであったとしても、自分が幸せになれば、誰かが幸せになれば、それが正しい基準になるわけですね。If you're a woman and you want to marry a woman and it makes you happy, it's right. で、女性が女性と結婚して、その2人が幸せならば、それでいい、それで正しいという価値観です。We talk about human rights. 人権というのは確かにあります。Yeah? Human rights. Everybody's talking about human rights. 誰でもですね、人権について盛んに、話していますし、それを耳にします。Yeah. And this, the creature is being lifted up as the one that is most worthy and should be happy. 人権は大切ですよ。しかし、ヒューマニズムの中では人間が崇拝されるようになってしまうんです。The thing that is very sad is that this is happening in the church also. で、悲しいことにですね、こういう価値観が教会の中にも浸透してきています。Come to our church, 教会に来ると、and Jesus will give you a good life. イエス様はあなたに幸福な人生を与えてくれますよ。He will forgive you. あなたを許してくれますよ。He will heal you. 癒してくれますよ。He will bless you. 祝福してくれますよ。 He will solve your problems. あなたの問題を解決してくださいますよ。Try Jesus. イエス様をちょっと試してみませんか？ He will make you happy. ちょっと試したらイエス様きっと幸せにしてくれ And る。 without realizing it, 気がつかないんですね。 Jesus, God become a resource to benefit us. そういうなんていうの、そういう価値観っていうのは、イエス様あるいは創造主を私たちの、必要を満たすための、リソースとして見てしまっていますね。Is that true? Is that happening? そんなことって目にしませんか？見たり聞いたりしませんか？ People go to church to get something. で、教会に何かをいただけると思ってくる。They come to Jesus to get something. イエス様を信じるのはイエス様から何か見返りをくださるから信じる。Of course He blesses us. で、もちろんイエス様は私たちを祝福してくださいますよ。それは真理です。But the one who is worthy above all, でもイエス様は被造物の主です。すべてをお作りになった方です。what is a Christian? じゃあですね、クリスチャンというのはどういう存在でしょうか？ Is it somebody who believes in Jesus? イエス様を信じている人がクリスチャンなんでしょうか？ Jesus said even the demons believe that, you know. 聖書の中には悪霊もイエスが主であることを信じておののいていると書いてあります。 It's much more than that.
でもただ単にイエスが主であることを信じること以上のことなんです。Christians are people that have met somebody who deserves their life more than they do. クリスチャンというのはイエス様を主として自分の人生を捧げた人たちです。But we realize they deserve our life. They're more worthy of our life than we are. Do you understand that? Deserve. In other words, when I compare my life to Jesus, He is more loving than I am. はい、こういうことですね。私たちの命以上にイエス・キリストが尊い存在である、自分に価値あるものであるというふうに見なした人々です。He's more faithful. イエス様は真実な方です。He's more truthful. イエス様は私たち以上に真実な方です。Than me. 私より。Or anybody I've ever met. 私が今まで人生の中で会ったどの人よりも真実な方です。He deserves my life more than I do. 私が自分の人生を必要としている以上にですね、イエス様は私たちの人生を捧げるに値するお方なんですね。In fact, He deserves my life to the point that I would be willing to die for Him. クリスチャンはこうなんですよ。ですから私たちが自分の命をたとえ失うとしても捧げるに値する方なんです。Not because I'm supposed to. 私が命を捧げなければいけないからではなくて、No. It's because I've met somebody who is worthy of everything I am and have. 私は私の人生、命、そして持てるものを全てを捧げるにふさわしいお方に出会ったんです。Now you can't do that because you're supposed to. で、そういうことってしなきゃいけないからできることではないですね。It's not a Christian rule that you can obey. で、それは何かクリスチャンになるための規則ではないわけです。Unless you know Him. イエス様を本当の意味でどんな方であるか知らなければ。And most Christians just know what Jesus did for them. You know? 多くのクリスチャンはですね、イエス様が彼女たちにしてくださったことは知っています。Thank you for dying on the cross. 十字架のために死んでくださってイエス様ありがとうございます。Thank you for blessing me. 私を祝福してくださってありがとうございます。賛美します。賛美します。We're thankful. で、感謝しています。But it goes beyond that. でも、それ以上のことが求められて、It's not just what He's done for us. それはですね、何か神様はイエス様を私のためにしてくださったということだけではなくて、It's who He is. イエス様はどのような方であるかということが大切なんですね。Have you ever loved somebody deeply? で、誰か本当に心から愛したという経験はありますか、皆さんに。I look around the room. I think some of you have met somebody that you really love a lot. で、見回してですね、本当にこの人を愛したという経験のある方いないかなと思って見ています。Maybe they cook for you. Maybe they do nice things for you. 奥さんがですね、かもしれない。本当に料理をしてくれるから愛するんですか？お掃除をしてくれるから愛するんですか？ Of course, that's an expression of love. で、それも愛情の表現の一つかしら。自分に奥さんが尽くしてくれるから愛してるっていうのもありだと思います。But hopefully it goes deeper than how attractive she is physically. あるいは奥さんが美人だから愛してる。それもいいかもしれませんけれども、それ以上のものでしょ？ Yeah. It's because you've seen her heart, who she is, and that who she is a treasure. 夫が妻を愛するのは妻の中に価値を見出すからですね。それはその存在そのものを愛するんですね。Someone has said that you haven't found your reason for living until you have found something you're willing to die for. こういうちょっと難しいけど、天国というのはNot tengo, just your reason for living. はい。You haven't found your reason for life until you have found something you're willing to die for. この人生が意味あるものとなるためには、死んでもいいという目的を見つけない限りはですね、本当に意味ある人生を送ることはできない。You see, we're created to be wholehearted people. 人間というのはですね、心全体を部分的にではなくてそっくり創造主によって作られています。
That's why it says in 2 Corinthians chapter 5 verse 15. 第2コリントの15章の中にでそのことが触れられています。Yeah, it says they no longer live for themselves. 自分のためだけ。自分のためにもや自分のために生きているのではなく、but for him who loved them and gave his life for them. 私たちを愛して私たちの命を捨ててくださったことのために生きているんです。We've met somebody who is so wonderful. 私ということは本当にそれだけに値する方にお会いしたということですね。He's done wonderful things for us. でもちろん私たちに素晴らしいことをイエス様はなしてくださいました。But who he is でもイエス様はどういう方であるかということ is so の方が wonderful. 素晴らしい方であると I いうことの love 方が him and live for him. で本当に愛してイエス様のために生きたいというお方なんです。Not because of what he does for me. 私のために何かをしてくださったからそうしているのではないです Because ね。 he's worthy of that. で私の全てを捧げるのにふさわしいお方だからそうしているんです。Do you know why he says to love him with all of our heart, soul, mind, and strength? 心を尽くし、思いを尽くし、力の限りを尽くして神、イエス・キリストを愛しなさいと言われたらなぜですか？ Do you know why? どうしてでしょう？ That's the way he loves us. なぜならば、イエス様はそのようにしてですね、私たちを愛してくださったからです He よ。 says, I love you with everything I have. 私のすべてを持ってですね、持てる私の存在すべてをかけて私たちをイエス様は愛したというふうにおっしゃっているんです。 I've given everything for you. あなたのために求めるすべてを捧げたんです。Come to know me. I want you to know me so that you can love me the way I love you. で、私のもとに来なさい。そうすれば私がどんなにあなたのことを愛しているかが分かるから。Our first priority. 私たちの第一の優先順位というのは、If that is your priority, you will make time for him. 私たちは優先すべきもののために優先したいと思うもののために時間を使っているんですね。If you don't make time for him, you don't know him. もしイエス様のために時間を作っていないのならば、イエス様を優先していないということになります。If you don't know him, you can ask him to reveal himself to you so you can know him. もし優先しているならば、イエス様は、ですね、私たちにご自身を表してくださって、どんなに愛してくださっているか教えてくださいます。Tell me you really love somebody and then tell me you don't spend any time with them and I'll tell you you don't love them. じゃあね、こういうことありますが、愛してるよと言いながら全然その人のために時間を使わないとしたらば、愛してないよということになっちゃうじゃないですか。ただ話ですね。口だけになっちゃうね。Real love 本当の愛というのは makes time. 時間を生み出すんですね、作るんです。And often in our marriage we start with passion and love and then で、私たちというか、結婚はこう、熱い思いの愛情の中からですね、始まっていくでしょう、多くの場合は。Yeah. And there's a passage of scripture I'd like us to look at in Malachi chapter 2, verses 14 and 15. 13節、14節。マラキの2章13節、14節。ありますか？マラキ書って多分。Malachi chapter 2, verses 14 and 15. 14章、マラキの2章、14章、12章、No, 14章。2章14、15。Okay? いいですか？はい。なぜなのかとあなたは言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに、神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなた方の若い時の妻を裏切ってはならない。Does it say that he wants holy offspring? It doesn't say that in the Japanese Bible. そこのセダが Holy 子孫は offspring. 何て書いてあるんですか？子孫の形容詞は何か書いてある？神の形容詞。神の子孫。God's spring, not holy.
God's offspring. God's offspring. When we get married, we usually get married because we're believing that something would happen in that relationship. We have faith. で、私たち結婚するときにその関係の中にある変化が起こったから、ですね、結婚するわけです。We have a vision for our marriage. で、結婚の目標もあるでしょう、ビジョンもあるでしょう。Faith for the bride of our youth. また信頼もあるわけです。求められます。But as time goes along, でも時間が経過していくと、we become busy. 忙しくなります。And disappointments come. それからいろんな場面でですね、がっかりするようなことが起こるようになるでしょう。Plans we had to be together didn't quite work out. そして一緒に過ごそうという計画ですね、あんまりうまくいかなくなっていきます。Children come. で、子供が生まれて、And pretty soon children become a higher priority than our marriage. で、結婚生活の中でですね、いつまにか夫婦関係よりも子供との親子関係の方が優先されるようになる。And this passage is talking about the vision, the faith we had for our marriage in the beginning begins to fall down. で、結婚当初に与えられていた、本来の目的が失われていってしまうならば、どういうことになるかということが書かれています。Yeah. And God is saying here, that makes me sad that your relationship isn't as strong as it was in the beginning. で、結婚当初よりも、からですね、こう時間経過してかつてのようでなくなってしまったということは悲しいことです。But it's more than that. He's saying this is quite serious. で、これはすごく深刻な問題ですね。Yeah, because the children will be directly affected by this. なぜならば、夫婦関係っていうのは直接的に子供に影響を与えるから。Because I'm seeking offspring, children. Yeah? で、英語でオフスプリンって言いますけども、それ私たちから生み出されている子供のことを言います。Offspring that are honoring of God and are glorifying God. And that offspring cannot really come unless the marriage, faith is strong together. で、本来はその子供たちが神を敬い愛する、礼拝するという子供たちとなっていかなければいけないんですけれども、その出発点である夫婦関係が壊れたり傷ついているならば、そういうふうにはならないわけですね。And this is not just talking about divorce. That's the extreme. で、極端な例というのは離婚ということがありますけれども、それについてここは触れているわけではありません。Yeah. Does the Japanese Bible say broken faith? Does it address faith there? そこは何とか言ってるんですか？裏切ってはならないって書いてある。裏切る、裏切るとは betray. Betray. In the English Bible, it's talking about faith. You know, what you're believing for. こういうことで、日本語だと裏切るになってるけど、英語の場合だと broken faith。信頼していたものが、信頼が壊れるという意味で語られています。Yeah. And the challenge I want to bring to you today is one God has brought to me. で、今日皆さんに、チャレンジしている、ことはですね、神様は私に、教えてくださったことです。Yeah. I believe God spoke to me and led me to marry my wife. で、私はもちろん神様が私を導いて、この自分の家内と妻とですね、結婚するように、してくださったと信じています。I had a vision for our marriage. で、私たちはですね、自分たちの結婚生活の将来にビジョンを持っていました。I had faith for something very special. で、また信仰も持っていました。信頼を持っていました。But the circumstances that have happened have really broken that down in many ways. I've adjusted, lowered my expectations. で、その結婚生活が進んでいく中で、時間経過していく中で、最初に持っていたビジョンがだんだん薄れてくると同時に、その信頼もだんだんこう水増しされていったんですね。And when I look around at other couples, it's kind of the same,で、同世代の他のというか同じように結婚生活を経過している夫婦たちを見ると同じようなことを経験していました。But it's not a question of what are other people doing. It's a question of
Father, what do you think about this? You know, で what is 周りの happening 人 here? たちを見てどうこうということじゃなくて、神様と私たちの関係がどうであるかということに目を向けない。 Here I want my children to be blessed. I want them to be, you know, children that really grow up in a way that pleases God. でもちろんですよ、親ですから子供に、神の子として成長して神を求め、神を愛するもの、神喜ばれるものとなってほしいと願います。 Yeah, but here I'm not taking time with my wife. I'm not prioritizing our ところが relationship. ですね、子供に目を向けて、そう望んでいるんだけども、一番身近な存在である妻に時間を使っていない。 Yeah, children have become number 2, and our marriage is number 3. こういうことになっちゃうんですね。神様がいて、次に子供たちが来て、で気がつくと夫婦関係はその下に置かれている。 Yeah? And that's almost normal. で、ある意味ではそういう光景を頻繁に見かけます。 So I've been involved with literally hundreds of marriage equipping seminars, trainings, camps around the world. で、今までにですね、何百という結婚セミナーやキャンプに参加してきました。 Yeah, and people bring their children, can you help our family? で、子供たちを連れてきてですね、どうか私たちの家族の問題を、解決してくれないかというふうに求めてくるん We で have す。 some challenges with our children. Can you help fix our family? で、子供たちに問題があるんですけど、何とかなりませんか。 And it always comes back to the same thing. でもですね、いろんな方たちと関わってきましたけど、同じところにたどり着くんです。 If the children are struggling, 子供たちが問題があるということは、 it's because the marriage is not good. で、夫婦関係がうまくいってないということなんですね。 Every single time. No exceptions. ほとんどね、例外がないですね。例外なかったです。 See, if the parents are in good relationship with God and each other, the children are blessed. で、夫婦が神様との間に親密な関係を持ち、なおかつ夫婦が本当に良い関係を保っているならば、子供たちというのはまず問題がないですね。 So if you want to bless your children, ですから子供たちを祝福していきたいと望むのであるならば、 before you take them out to do something wonderful with them, take some time with each other. 子供たちをどこかに連れていくのでは前にですね、まず夫婦の間で向き合ってその関係を、正していくことが大切です。 And you tell your children, you are number 3. で、子供たちはこういうんですよ。あなたたちは3番目なんですよ。はい。聖書の中で It's your problem. それは子供たちの、問題ですね。It's your problem. Because I love you, you're number 3. で、こういうふうに言うんですね。私たちはあなたを愛しているから優先順位の3番前なんですよというふうに言うんです。 So this means time, it means money. ですね。時は金なりっていうことは、時ではない。いつもお金ね、入れますよ。It's expensive to take time はい。 together. 今ジャパニーズセイン。 Oh, 時は金なり。時間というのはお金が必ず必要になってくるし、時間を割くことにはお金を使わなきゃいけないということです。 either you're not making money because you're taking the time. ですね、お金、時間を、ですね、時間を使ってお金を稼いでいるわけです。 Yeah? Time is money. で、時間はお金なんです。 But also, when you take time with your wife, you need to go somewhere very nice. で、もし奥さんと時間を過ごそうとするならば、どこか、素敵な場所に連れて行こうと思いませんでしょうか。 That's what God said to me. そのように神様は私に語りかけました。 You need to change the priorities in your life. で、神様が私に優先順位を変えなさいと言われたときに、そう考えたんです。 Me first, 私が1番目、 your wife second. 奥さんが2番目。 You need to take time every week, once a week. You must set aside time to take her out somewhere nice and spend time with her. そうしいかもしれませんけども、奥さんのために時間を割いてどっかに連れてってあげましょう。ちょっとね、時間がね、問題ですね。But I'm sorry to get the men in trouble here, but this is my testimony. Okay, and that's what I did. そういう、それは私はある時からそういうふうにするように
心がけていました。 It was the turning point in our family. でもそれが私たちの家族にとってのターニングポイントになったんです。 Yeah. Two things that we started to do, and I want to encourage you to consider it. で、2つのことを皆さんにお勧めしたいと思います。 Yeah. The first one was before you go to sleep at night, every day. 一つは毎日皆さんどこについて寝ますでしょう。その前に You ask the question. 質問をするんです。 Is there anything that's happened today between us that we need to ask forgiveness for? 今日一日の中で許し合わなきゃいけないこと、私が許してもらわなきゃいけないこと何かありますかってお互いに聞くんですね。 And almost every day when I asked my wife, she had something that I'd forgotten or needed to do. でですね、毎日ですね、毎晩そうするわけですけども、必ず妻は一つか二つですね、用意しています。 She was very faithful in this. ものすごくそのことに対しては忠実です。 And Ephesians chapter 4. エペソ人の手紙4章。 Yeah. And let's see, Ephesians 4, where did I write that down? I always forget the verse. 節忘れちゃいましたけど。 Yeah. It says, do not let the sun go down on your anger. ですね、子供たちを怒らせてはならない、怒らせてはならないという箇所ですね。 Before the sun goes down. 日が暮れるまでですね、日が暮れるまで。日が暮れるまで怒りを持っていたではいけないですね。4章の26。You know this verse, right? はい。 If you practice that every day, もしそれを実践していくなら毎日、 as a couple, 夫婦として。 you're not agreeing on everything. でもちろんですよ、夫婦でいつも全てのことに対して同意できるわけではない。 You're not saying, I'm sorry that I have a different opinion. 意見が違ってごめんなさい。 I'm saying I'm sorry for the pain that's being caused in our disagreement. Let's trust God to help us. 意見が違ってごめんなさいと言わないですね。意見が違って悲しませてしまってごめんなさいというわけです。You ask forgiveness で許していただく。 of each other お互いにですよ、一方的にではなくて、ね、before the sun goes down. 日が暮れる前に。One very important practice. でそれは大切な習慣の一つです。 The second thing was we found a time each week to listen to each other's hearts. それから1週間に一度時間を使って心にあるものを、お互いの心にあることに耳を傾ける。 This was not a time to talk about the children, about paying bills, solving problems. This was about us. ですね、なるほどと思いましたね。それはですね、2人で会った時に子供のことを話すのではなくて、教会のことを話すのではなくて、あるいは返さなければならないお金のことではなくて、お互いのことを、心にあることを分かち合うんですね。There's something a woman longs for, I've discovered. で、それは女性が求めていることであるということが分かったんです。理解できたんです。 It's to be understood. で、女性というのは理解してもらいたいんです。そうですか？はい。She would love for her husband to understand 夫にですね、理解してほしいんですね。 how she's feeling, what's going on in her そ heart. の気持ちがどういう気持ちであるかを受け止めてほしいんです。 But the only people she can find that she can share that with are her lady friends. ところがですね、多くの場合、女性たちは女性の友達のところに行って自分の気持ちを分かち合う。 Or on the telephone. あるいは電話かけたりね。You know, somebody, Jesus and her, she would love to be able to share her heart with her husband so he understands what's going on in her heart. でも本当は、妻たちは夫にその気持ちを聞いてほしいです。 And so I understood this. We went out to have a nice lunch together. ですので、私は妻を連れて、素敵なランチを食べに誘うわけです。 And I said, sweetheart, would you share your heart with me? で、今の心にあることを何でも分かち合ってくれるというふうに。 I promise not to try to fix your problems. で、一つのね、約束はですね、その奥さんのなんかこう間違いとかちょっと直したいとかっても絶対それに触れない。直さないってことですね。 We're not going to close in prayer so that Jesus can solve your problems. I just want to hear your heart. ですね、ただあなたの心にあることを聞きたいんですよというふうに、祈るわけです。 And the way you will know is I want to say back to you in my own words
what I've heard from you. でここもね、大切な秘訣なんですけども、聞いてるということを確認するためには、オウム返しに奥さんが言ってることは、あ、そうなんだっていうふうに、こういうふうに君は感じているんだねっていうことをオウム返しに。And she said to me, "Can I tell you anything?" で、何でも話していいんだよ。I said, "I think so." そうなんだとちょっとね、ちょっと危ないですね。And she said, "Anything?" 何でも？何でもいいの？心にあること何でもいいの？暗いものでもいいですか？自分の心にある暗い部分も、暗くさせられているのかもしれないですけど、暗い部分を話していいですか？ Did you know that true closeness 本当の親密さというのは is when you find somebody その相手の中に who knows the worst things about you ですね、一番最悪の部分を知ってもらうということなんですね。本当に親密な関係を築こうとするならば、自分の中にある最悪の部分を相手に知ってもらう。Your selfishness 最悪の部分というのは相手に対する関係で、 Your pride 自分の頑固さとかプライドとか、そういう部分ですね。 The things you're not proud of, you know, that are not so nice. 自分あんまり話したくない部分ですね。それを相手に伝え、When you find somebody you can share that with and they accept you and love you there. でですね、怒りがあるんだとか許せないんだとかあるかもしれない。それを話したときに、相手がそのまま受け止めてくれる、認めてくれる。Wow. You know, that's true intimacy. でそれって本当に親密な関係がないと言えないではないですか。So she shared with me some things. で彼女はそういう安心を得て、何でも言っていいんだという安心を得てですね、 And 何でも話すように。I had to make a choice not to think like a man. Oh, she should do this or that. You know, I just listened. で男性ですからですね、話を聞くとたびに、いやこうすべきだ、ああすべきだって思い浮かんできちゃうわけですね。でもそれはそうしないでですね、ともかく聞くように、ともかく聞くように。And then she said to me, "What did you hear?" で、彼女は私の語ったことを本当に聞いてくれたって言うわけです。So I said back to her what I heard. でその確認のために、君はこういうふうに感じているんだよねっていうふうにオウム返しに確認します。And she said, "No, no, 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 no." いや、そこがちょっと違うわよ。修正されるわけですね。Let me try again. じゃあ、分かった。じゃあもう一回言うねっていうふうに。3回目、4回目ぐらいでね。大体ですね、最初の2回、3回では修正されちゃうんですね。I finally said back and she said, "Yes." 4回目になってやっとそうなのという認めてくれます。ああ、よかった。This man understands. 本当に夫は自分のことを理解してくださる。 Then a big problem arose. で、次にですね、大きな問題が持ち上がってきます。 She said, "Dale, what is in your heart?" で今度は私に、じゃあ、あなたはどんな気持ちなのっていうふうに聞くんですね。僕大丈夫。男の人ね、深いもの感じられないね。そうなんだけど、情緒っていうのを男性って表現することまずすごい難しい。そうでしょ。小さい時からね、気持ちあるものは、ね、弱い人だけね、そんなものを考えますね。僕は強いからね、問題がありませんよ。悲しいとか怒ってるとかっていうのを、生の感情を出すってことすごく男性苦手なんですね。そうでしょ。So my wife said to me, "But sweetheart, please share your heart with me." で、その順番としてですね、今度は自分が話さなきゃいけない。話してって言われる。神様助けてよ。どうかね、どうかね、少しずつね出てきました。そうすると髪の毛がねちょっとなくなって、あれあんまりいい気持ちではない。でそれをですね、だんだん自分で訓練してですね、やっていくだんだんに私の髪の毛も少しずついろいろねあるでしょ。はい、そしてここのものがもっとここに動いてねいろいろ
My chest began to relocate to a different place. 心があって chest。胸の中に。胸がね、ちょっと変わったロケーションね。いろいろのね、リーダーさんたち、立派な人ね、やってるもの、僕がね、ちょっと変な気持ちします。いろいろね。I shared with her, and she went, "Oh, damn! Oh!" My wife was longing to hear my heart. で、私が本当に実際どう感じているかの話したときに、妻はすごく喜ぶんですね。She put her hand over in my hand. で、テーブルに手をね、重ねてくれて、And our hearts started to come together. で、ですね、心が本当の意味で重なり合うんです。Then we decided to leave the restaurant quite quickly. で、急いで、レストランに去って。And I don't want to embarrass you, but we wanted to be intimate together. はい、で、一緒にですね、親密な時間を持つわけです。Sexual intimacy. まあ、夫婦としての時間を持つわけですね。Did you know that some men go, I wonder why my wife doesn't want to be more, have a little more sexual activity together. 男性と女性と作りが違うというか、男性は性的な衝動と常にあって、女性ではつまり満たしてほしい。しかし女性は情緒的な欲求が先にあるわけですから、それが満たされない限りはなかなかそういう気持ちになれない。そういうことです。So it's not just intimacy in our hearts, it's even physical intimacy. 一つになるということはですね、情緒的に一緒になると同時に、夫婦として、一緒になるんですね。But when we make the time 私たちが共に時間を作っていくときに、and spend the money, お金を使って、or whatever it takes, どんなことであったとしてもですね、and we listen to each other's hearts. で心を分かち合って、Yeah. And it says, "You are my treasure." そしてあなたは私の宝なのよ。And we're prioritizing our marriage above our children. で、それがですね、夫婦関係を、子供たちの関係、親子関係以上に優先していくこと。具体的に言うとそういうことなんですね。Now the blessing of the Lord begins to flow out on the children. で、その条件が満たされてきたときに初めてアブラハムの祝福が私に、妻に、家庭に流れていくわけです。But I want you to pause just for a moment with me. でちょっとね、時間をくださいね。And to ask the question, the faith I had in my heart for our marriage before. で、私たちがかつて持っていた、信仰というんですか、信頼。Have I lost some of that? それを失ってしまったんでしょうか。Lord Jesus, please restore my vision, my faith 結婚当初持っていたビジョンを失ってしまったんでしょうか。for what our marriage can be. で、本来私たちの結婚があるべき姿に神様どうぞ回復してください。Whether that's each day making sure we've forgiven each other and committing ourselves to each other. で、一番のですね、毎日の終わりにお互いに本当に許し合っているか、許さなければならないかの確認をするわけです。And whether we make time once a week or I would even challenge you now to consider that. What would be the possibility of committing to a time once a week? 聞くだけではなくてですね、実践をしてほしいんですね。本当にできるかどうかが問題だから、神様のことは従うかどうかということなんですね。だから奥さんのために時間を本当に使うことはできる。There's never extra time. 余分な時間を使うということではないですね。ありませんね。そういう時間は。It's time you make. So if I could encourage you as a couple to really speak together, when is our time? いつ時間を作れるだろうかというのを話し合うわけです。Just look for the time. で、時間を探して作ってください。And protect that time. で、その時間を優先してください。And if the children try to come in and say, "No, you're number 3." 子供たちが来た時にごめんなさいね。あなたたちは優先順の3番だから。I asked my children when they were teenagers, how are we doing as parents? What is that? 子供たちにですね、お父さんとお母さんを大きくなった時にですね、
評価してもらったんですね。私たちお父さんお母さんはどんなお父さんお母さんだった君たちにとって。They said, "Do you want to really know our opinion?" で、本当にお父さん、私の率直な意見を聞きたいのというふうに言うわけです。I said, okay, come on. どうぞどうぞ。And my daughter said, "Daddy, お父さん、娘が言うわけです。you know when mommy is working at the kitchen, washing the dishes, で、お母さんがお皿を洗っていたときに、and you come up behind her and you put your arms around her, で、お母さん、お皿とお母さんの後ろからこう、ハグして、and you give a little kiss, you know." で、首筋にキスをして、When I see that, でそれを見たときに、it makes me feel so safe. で、本当にね、ほっとしたというか安心したんですね。Yeah? When they see tenderness and love between the father and mother together, the children receive the blessing of God. で、お父さんとお母さんの間にそういう親密さを見るならば、子供たちは祝福されるんです。And I know there's the Japanese way, the American way, you know, culture. でもちろん今アメリカ人の私の例に習う必要はないんですね。日本人の文化と違いますので。How you show the priority of your love and for each other makes your children feel very safe and blessed. お父さんとお母さんが夫婦関係を何よりも神様の次にですけど優先しているのを見るときに子供たちは安心するんです。祝福されるんです。And my son said to me, "Dad, the times you asked mom's forgiveness in front of us." で、息子の方はこう言ったんですね。ある時、お父さんお母さん、僕たちがいるところでお母さんに、許しを請っていたよね。許してくださいって言ってたよね。I said that was a highlight for me. それがね、すごく心に残ってるんだ。And I want to close with this quick thought of you and your children. I'd like to encourage you, I'll close with this. で、5つのポイントをですね、お話ししたいと思います。No, not 5. I just want to close with this. もう閉じたいと思いますけども。Your time with God. 神様との関係。Time together as a couple. 夫婦との関係。But time with your children. 子供との関係。I'd like to encourage you to consider one time a week. で、1週間に一度。When you gather as a family together. 家族全体で集まって。And you ask the children, everybody to share the best part of the week and the worst part of the week. でね、一つの例としてですよ、1週間のうち一番良かったということと一番悪かったことを分かち合うんです。And when you talk about the 悪かったもの, to say, is there anything that you want to tell us as parents that we need to make right with you, to ask your forgiveness? 悪かったことというのは、お父さんとお母さんとの関係の中でこうしてほしくなかったということですね。Could you share with us? それも分かち合うんですね。But before they share, you do that as a couple together. で、その前にですね、集まっている時にお父さんとお母さんもを示すんですね。お互いにあなたにこうしてほしくなかったわ。でもこうしてくれたことが一番嬉しかったわ。君にこうしてほしかったよ、こうしてほしくなかった。それを言うんです。And so my wife would share, and always has things, huh? Some of them we've already talked about before, but in front of the children, she will say, "Yes, Dale, actually you forgot to keep your promise this time," and different things. デール、子供たち今度はもうやってるんだけど、夫婦間では子供たちの前でも、デールあなた約束したけど守らなかったよねっていう子供たちの前で。And I say, ごめんなさいね。許してください。I'm modeling in front of my children, humbling myself and asking for forgiveness. 本当の意味で模範を示していくことでしょ、子供たちの前で。And then I tell my wife some things that she disappointed me with. で、妻に対してですね、このことにちょっと傷ついたよってことを妻に言うわけです。And we may have already, taken care of it, but we're modeling something in front of the すでに children. それは子供たちの前で言う前に処理されてないといけないですよね、もちろん。Then when we ask the children, it comes out. で、お父さんとお母さんがそれやってるので子供たち安心して言えるわけですね。And we want to bless our children. 私たち子供たち祝福したいですか？ We pray for them. 祈りたいですか？ But if there's something in their heart that has not been taken care of, it's a wall.
で、子供たちの心の中に、取り扱われていないものが残っているとしたらば、どんなに祝福しようとしても、どんなにしように祈ろうとしてもね、無意味というか効果はないですね。Yeah, it's really true. 本当ですよ。Yeah. So they need to be free in their heart. ですので、心のそういう、妨げというか石みたいなものを取り除けられることが最初です。And as a father, as I ask my son and daughters, please forgive me for how I failed you. Would you forgive me, お please? 父さんがもし一人一人の子供たちに気づけちゃったらごめんねっていうのを謝るんです。Yeah? And when they say, I forgive you, Dad, で、そうすると許してくれるんですよ、子供たちは。お父さんのことを許すよって言って。then when I close by praying blessing upon them. それで、そういったことがみんな家族の間でやった後に、お父さんが初めて家族みんなを祝福するんですね。Yeah, they receive the blessing. で、子供たちは祝福を受け取っていきます。And we're able to walk together. で、共にですね、一つのチームとして働いていく。And so in God's kingdom, as we walk in these priorities, で、今日お話ししたのは、神の御国にある優先順位についてお話ししました。and the challenge is, how do we fit our work and employment into that picture? で、今度はですね、家族から離れた場面、職場であるとかですね、他の関係の中でじゃあ優先順位はどうであるかと考えていく必要があります。But if you start at the center to say, these are the most important things, しかし、家庭が中心なんですね。で、夫婦関係がその中で最優先されなきゃいけない。yeah, we look for time. そしてその中の鍵となるのは時間ですね。本当に優先すべきものに時間を使っているか。The husband has to work. He has to earn money. で、ご主人たち、夫は本当に忙しいでしょう。お金を稼がなきゃいけない He から。 has responsibilities. で、その職場においても責任が与えられてい We're ま not す。suggesting that he stops working and just stays at home and loves his wife and children. You know, that's not で、 realistic. 私はですね、仕事を辞めて家にいて、奥さんと時間を使って愛しなさいというそういう非現実的なことは言いません。 But when we identify these priorities, でも、この優先順位を認めるならば、 and we're not trying to do this in our own strength. 自分たちの繰り返します。自分たちの力では決してできないんです。 There's only one person that can live the Christian life. で、クリスチャンの生活の中に生きていらっしゃるお一人の方、 It's Jesus himself. イエス様だけがそのことをおできになりますね。 And unless we come to the cross and die to ourselves and give up and let Jesus その take ため over に in お us. 迎えするということは私たちは十字架のもとに行って死ななければいけない。 Yeah? And Jesus, through the Holy Spirit, comes alive in us. そしてその時にイエス様は聖霊として私たちの心を満たしてくださる。生きてくださるんです。 We need his wisdom. イエス様の知恵をいただいて、 Yeah. We need his love. 愛をいただいて、 We need his strength. 力をいただくことができるんです。 And he is more than willing, イエス様は私たちに与えたくて与えたくて仕方ないんです。 as we abide in him, 私たちのうちに本当の意味でイエス様に住んでいただくという。 and he abides in us. 私たちがイエス様の中に住み、イエス様が私たちの中に宿るとき、 Then we can walk with him and see his dreams fulfilled in and through our lives. イエス様が望んでおられることが初めて私たちの家庭の中に、人生の中に実現していきます。 And so I'd like us to close here. This is the close of our time. But as our children come in, 今 are they going to join us? いや、sure. And just not yet, but just in a moment. Okay. Okay. When our children join us, I'd like to read a scripture together with them. で、子供たちを下に連れてきて、一緒に聖書の箇所から祈りたいと思います。 It's from Psalm 127. 詩編の127編。 Yeah, verses 3, 4, and 5. 3節、4節、5節。 Yeah. And it's speaking about how children are like arrows in the hands of a warrior. そこはですね、子供たちというのは戦士の手にある矢であるというふうに言っています。よしはそれコピーしてプロジェクターにできますか？ Okay, as arrows in the hands of a warrior, so are the children given to us in our youth. 子供たちのというのは戦士と私たちですが、戦士の手にある矢であるという方です。And if you can imagine a warrior going out to battle, he's an archer without any arrows, that would be crazy. で、戦士がですよ、矢筒が空っぽのまんま
戦場に行くってのはすごく馬鹿げたことではありませんか？ That's what parents are like who don't understand how their children are important for what God has called them to be. それはですね、矢筒の殻のまんま出かけて、戦地に出かけて赴いていく戦士というのはちょうど子供たち側に矢の役割が与えられていることを理解してない親と同じなんですね。 Let's read it together. はい、127の3を読みましょう。1の3。見よ、子供たちは主の賜物、愛の実は報酬である。若い時の花はまさに戦士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢術をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることはない。Amen. Amen. You will have authority to overcome your enemies when you understand how to go together as a family team. 家族のチームとして子供たちを矢として矢つに入れて出ていくときに私たちは敵に打ち勝つことができます。Yeah, I said to my children, I need you. で子供たちいつも言ったんで、僕お父さんは君たちを必要としてるんだよ。You're a gift from God. 神様から賜物だよ、君たちは。You are not just people I'm looking after. 私がただ面倒を見ているだけではないんだよ。I need you. あなたの君の力が必要なんだ。Without you, I will miss what God has for my life. 君たちがいなければ神様が与えようとしているものをお父さんは手にすることはできないんだよ。I need your gifts. 君たちが与えられる食べ物を必要としている。Your faith. 君たちの信仰を必要としている。 Your love. あなたの愛をしている。I need you like an archer needs arrows. 勇士が矢を必要としているのと同じように君たちを必要としているんだよ。Let's love and serve God together. 一緒に神様を愛して仕えていこう。They said, okay. 子供たちはいいよっていうふうに言うんですね。Yeah. They said, 分かった、 okay. 分かったって言うんですね。Dad, how shall we do that? じゃあどうやってやろうか、お父さん。I said, I have no idea. お父さんには分からないよ。 But let's learn together. 一緒に学んでいこうよ。And I began to look at my children. What gifts do they have? What can で they そ bring? してですね、祈っていく中で子供たちの人にどんな賜物があるかをね、発見していくんです。We learned how to clean the house together. 一緒に部屋を掃除します。We learned how to do hospitality together. 一緒にですね、人々をもてなすことを学びます。We learned how to go out and visit our neighbor and serve them in some way together. 一緒にですね、近隣を訪ねていってどうやったら使えることができるか学びます。And we began to discover what each arrow could do. で、その時に子供たちという矢一本一本の違った特性とか賜物を発見していきます。And the nenext time I come to Japan, if you're able, I would like us to look at that more closely, how that で can 今 be. すごい忙しくて忙しい足でセミナーやってきました。で準備期間もね1週間だったんですね。でも本当に来ていただいたのがタイムリーだったと思います。次回来る時にですね、もう少し、深く学んでいければ幸いです。Yeah, but I'd like to welcome our children to come in. はい、ではですね、どなたか上に行って子供たちはみんなここに、招いてくれますか。ちょっと延長してしまって、 We're going to read this verse together, and then I'd like you to tell your children, if they're here, how much you need them. で、子供たち来た時に本当に君たちが必要なんだよというふうに言ってください。Welcome them to join you. で、歓迎しますよというふうに言ってください。 Like arrows in the hands of a warrior. 勇士の手にある矢です。 Yeah. If they're very young, they won't understand it fully. で、幼いと言ってる意味はわからないかもしれませんが、 But they will experience that as you really walk in that はい truth. そしたらですね、 So, shall we move to, if your children are here, could you move to meet them and sit as a family together? Is that possible? Okay, well, we can move the chair. Yeah, let's do じゃあ that. ね、ごめんなさい、立って椅子をちょっと重ねて、立てる場所を広げてもらいます。